皆さん、コンラギです。港ラギです。龍が如くセブンの続きを今日もやっていきたいと思います。第10章の続きですね。前回、ちょっとサブストーリーやったりとか、いうのがメインで、やっておりましたが、星野会長にリセサスの話を聞きに行くと、蝶をね、前回助けたので、いや、蝶を景品判定に助けに行って、虎と戦って、助け出して、で、その時になんちゃんが帰ってきました。で、なんちゃん帰ってきて、で、浜北公園で、サーカスやってるっていうから、見に行ったら、熊と戦い、虎と戦い、重機と戦いましたね。あと、掃除機の掃除とも戦いましたね。前回なんか、すごい色物とばっかり戦ってたな。はい、そんな感じで、星野会長に一つ貸しがあるので、その貸しをね、返してもらいましょうかね。っていうところですね。改めて小林さん、V ナツノースです。来てくれてありがとう。アレハンドロさん、こんばんは。来てくれてありがとう。野村さんもね、来てくれてありがとう。ということで、早速ね、で、ちょっとね、なんでここをうろちょろしてるかっていうと、これやってました。これ。これやってました。これがめんどくさいんですよ。敵がさ、これだから裏でね、やろうかなと思って、ちょっとだけやってました。はい、ということで、早速、星野会長に会いに行っちゃいます。もう、いきなりストーリー進めちゃいます。ここですね。清流会。よし、みんな清流会で写真撮ろうぜ。待って、みんな入ってない。清流会の文字入れなきゃダメよね。仲いいな、なんちゃんと。よし。よし。よし、清流会の前で写真撮ったぞ。まずかみこはんさん、こんだけ来てくれてありがとう。レブさんもこんだけ来てくれてありがとう。さあ、清流会。その事務所の前で記念撮影。怒られるよね。こんなんやったらさ。普通、めちゃくちゃ怒られるよね。一番でしか許されない愚行だよね、こんなん。清流会。うん。おっし、久しぶり。入ってくれ。高部の頭から会長と差しで話してもいいと許しをもらいました。帰ってきたんだね、ちゃんとね。守ったって言ってたもんね。何をしてきたのかも全部な。よくやってくれた。今俺がこうしてられんのもお前らのおかげで。ホッシーに褒められた。清流会は無事だったんだ。無事とは言わん。組の2、3割と人間が家を出て近江の側に着いた。結構行ったね。残ったもんにもわだかまりが残ってる。偉人町の三すくみがまがいもんだったと聞かされちゃう。そうだよね。いや、まぶちのせいだよ。ハンピン・リューマンの長はまぶちのせい孫妃だよ。に総帥の座を譲ると言ってました。それも聞いてる。あ、もう耳に入ってましたか。何でもお見通しですか。そう遠くない未来を見ることもできる。ほう。いずれ清流会は近江連合の傘下に入ることになんだろう。この町のグレーゾーンにしか居場所を持てなかった人間には肉の壁こそが頼みの綱だ。だが肉の壁が崩れかけている今、彼らには死活問題が訪れる。荻窪豊が神通力を失ったと、そういった噂が政界に流れ出した。小笠原くん。それとなく広めてる。わか。きながら手際がいい。小笠原くん全部きれいに長年にわたる幹事長の偽札ビジネス。そいつが世に出りゃ民事党は吹っ飛ぶだろう。
だから知事はこの件で口を紡ぐ代わりに荻窪の後釜に収まることができる。あの若さで幹事長とはな。若は狙ってんだもんよくわかんないんですな。幹事長ってそんなに偉いんすか？フィクサーだよ、フ幹事ィクサー。長の役割は選挙の指揮と勝利だ。今の青木亮になら思いのまま候補者名簿を作れる。お、つまり日本の与党を、うわー、この国を好きなようにできる。で、規模がでかい。好きな。今までのだからやつのあれよりも次の規模がでかいぞ。総理に解散総選挙を迫ることだ。やって神宮ぐらいだったもんね、政界の人って。あと、警視総監とかだもんね。国、あ、解散総選挙？バカな。これが今の総理？このタイミングで。そう、首相、総理、うん荻窪先生に頼れなく総理にこの態度なの？若。さぞ不安をお感じでしょう。ですが私にはあの人よりも総理をお支えできる力があります。今総選挙となれば議席の3分の2以上を確約しますよ。何か具体的な策があるのかね？民自党が弱い選挙区にはブリーチジャパンの支部長たちを立てます。どの地域でも彼らは強い支持を受けています。こんなに支持受けてんだ、ブリジャこのパ。私が後ろ盾ですから。いや、すげえな、カリスマ。我が党の圧倒的勝利であなたの個人的な政治悲願も叶うでしょう。おう。総理は今ご自身に党内の求心力があるとお思いですか？荻窪先生の後ろ盾もなく。答えにくい答弁は議場でだけにしてほしいね。私を幹事長にした上で解散総選挙、それが飲めなければ荻窪先生の裏の仕事が世に出ます。現政権どころか民自党も消し飛ぶでしょう。いや、しかし都知事が幹事長を兼任した前例など、何より年齢が若すぎる。なら私を止められる年寄りを連れてくればいい。もちろんそういう人がいればの話ですが。すげえな、若。どこかにのし上がりがすげえいらっしゃいますかね。いろんな力使ってるだろうけど。もう僕の話さ。本当にそうだね。肉の壁を崩したのは青木亮の野心だ。ヒロさんに、あ、近江この後ヒロさん会いに行ってみようか。まぶちを操った。それをやれるのが今の青木いや、ほんと、まぶちもまぶちだけどいさ、や荒川正人だったな。まんまとだからね。結局、この町は若の手のひらで踊らされてた。あ、何度も見るのつらい、これ。天宮廷長。血も流れた。よその、あ、早い。おやつさんもその一枚噛んでるのか。あのおやつさんも。春日、今お前が事の渦中にいるのは巡り合わせに過ぎん。ソープの店長が死んだ時、その場に居合わせたのは偶然だった。いや、そうだよそうね。思うよな。だって偶然、はい神戸さんに紹介されていっそうですねたんだもんね、あそこはだね。がお前が偉人帳に流れ着いたのはおそらく必然だろえ？どういう意味で？う。いつかの偽札、今あるか？あ、ずっとそこ閉まってんだ、それ。会長はこれを誰が俺に持たせたか知ってるうんっ。ておっしゃいましたよね。それを聞きに来たんだもんね。ああ、その偽札を持っていることができた人間はこの世にただ一人。誰なんです？それは。荒川真澄だ。やっぱりおやつさんだ。
いや、でも俺はおやっさんか沢城の頭ぐらいしか一番の胸ポケットに入れる人いないもんな。だが荒川はお前をこの町に運び込ませるために撃ったんだとしたら、で片付けおやっさんが片付け誰かにお願いしたかって言ってたから、そこの俺へのれが頭だった可能性かなと思ってたけど、やっぱおやっさんか。もしもお前が俺の元にたどり着いた時、春日一番が荒川真澄の身内だと、そう知らせるためのな。偉人帳のチケットみたいな感じな。あ、紹介状って言ってる。いや、すごいな。俺の見立てじゃ、青木亮の野心とはまた別の動きが荒川にはある。ミツが言ってたのってその動き、そそういうこと？そこまではわからん。だがそれを紹介状として使ったのなら、ミツはおやっさんがなんかやろうとしてる仲間が必要って言ってたけど、あなたとおやっさんとはどういうそいつは長い昔話になる。そうだよね。フォッシーどういう関係なんだろう。その話をするのにふさわしい場所はここじゃねえ。平安楼だ。平安楼。俺と荒川との因縁は因全部縁があるんだ。あそこから始まったフォッシー。北京ダッグが好物らしいな、あいつは。ええ。明日のランチでお前にも食わせてやる。やった席を予約しておこーやったーやっと食べれるじゃん、一番。でも、一番最初に、ファースト北京ダックはおやっさんと、が良かったのかなホッシーで良かった？初めての北京ダックをおやっさんとでみたいなこと思ってない？明日もさんこんばんは、来てくれてありがとう。ちゃんちゃんやきさんも来てくれてありがとう、かんだぎ。いやー、食べれるのか。偶然だからさ、偉人帳に来たことは、おやっさんが思惑として一番を偉人帳に行かせたことはそうだったとしても、野々宮店長が殺された現場にたまたま居合わせたっていうのは、かなりの偶然だよね。この、浜子さんとこのさ、家借りられたのもさ、だからそういうね、神戸さんから紹介してもらってさ、で、家がないから、5000円、2人で5000円で、ハーバーライトの用心棒やって、で、そこで浜子さんと知り合って、で、いい活躍したから浜子さんのところで、さらに追加でバイトをして、で、住所ができたから神戸さんから、乙姫ランドのバイトを紹介されて、だもんね。だってそんなん全然しないでずっとあそこのホームレスでなんちゃんとさ、いた可能性も十分にあるわけだもんね。で、なんちゃんって話したのかな？さっちゃん。おはよう一番。まだディナーには早いみたいだけど。この間は楽しいお酒をありがとうございました。ああ。おう。ようかすが。お前が起きてくるの。ナンバーが待ってたぜ。声かけてやんな。お、なんちゃん。なあ、まだ時間あるよな、一番。ゆうべ、お前が星野会長と話してたって聞いてちょっと気になることがあってよ。あ？なんでよ、ナンバー。気になることって？いや、お前が一日帳に来たのを会長は必然って言ったんだろ？あああ、確かそんな感じだったよ。撃たれたお前が運び込まれた日、お前覚えてねえだろうが、俺は苦労して道具やらかき集めて傷を手当てした。何よ、そのことなら海よりも深く感謝してるぜ。常日頃から。いや、俺が言いてえのはよ、お前を手当てしろって言い出したのが村長だったってこと。ん？村長が？ってことはなんか村長知ってる可能性があるってこと？真夜中の出来事だった。俺はまあ当然のように寝てたわけだがよ。
その時、ホームレス仲間が何かと村長が淡った顔で、こいつを直してくれ、やってくれと来た。でも、考えてみりゃどうしてだったんだろうな。どうしてって死にかけたもん助けるのに理由なんていらねえだろ。お前がホームレス仲間だったんならそうだ。無条件で助けるさ。でも、撃たれたヤクザなんで、あそこじゃ厄介の種でしかねえ。どうしても助けたきゃ、病院の前に置いてくりゃいい。なんだって救急車呼んだってよかった。確かにね。なのに村長は自ら必死で助けることにこだわってた。なるほど。となると、村長がお前を助けたのは特別な理由があったんじゃねえのか。何かまだ我らの知らない理由がさ。村長が俺を助けた理由。あ、そいつが星野会社の言ってた必然って言葉につながったのか。おい、じゃあ、助けてくれた村長にも何か裏があるってのか。まあ、ホームレスのほとんどは訳ありだろうがよ。まだ北京ダックの時間じゃねえなら、村長と話すのもありじゃねえか。おー、村長何か知ってるかもしれないのか。収穫します。いや、でもだいぶ、いや、本当にね、10章考え、だいぶ遠くまで来たね。確かにね。よし。じゃあ、村長。いつものとこだね。村長に。はい、行きましょう。待って。まだ割れてんのここ。ここまだ割れてんじゃん。ここまだ割れてる。半純儀。半純儀。コミジュルの割ったやつだぞ。ほっといてあげよう。ちょっと、半純儀がいるから、食べてくか。ご飯全部食べて、お酒全部飲むとまじいから、でも、ちょっといいやつ飲んであげよいただきます。う。いただきます。おっとっと、枝豆が飛んでっちまった。枝豆を鞘から出すときに勢い余ってたまに飛ぶよな。そういや、春日知ってるか。最近は鞘から出した枝豆ってのも売ってるんだぜ。他にも甘栗もすでに剥かれた状態で売ってたりしますね。ハンサム入ってきた。なんだと豆剥かれた話にハンサム入ってきた。間に人類はそこまで堕落しちまったのか。栗も枝豆も自分で剥いてなんぼだろうに分かってねえな。あれ、豆が出てこない。くそん。イライラすな。もう何やってんのよ。ちょっと貸して。ほら、この小皿に何個か出しておいたから食べていいわよ。おう、介護すまねえな。さっちゃんに介護されてる。枝豆は自分で剥いてなんぼなんじゃなかったのか。いや、剥いてもらうってのも案外悪くねえな。わかりやすいやつめ。ごちそうさまでした。しょうもねえ。ありがとうございました。しょうもねえ。しょうもねえ。あ、来ないんだ。じゃあ貴重だね、ハンサム回ってくるの。なんかね、来てくれてありがとう。まぶちが一気にどうでもよくなる展開だな。ほんとだよ。あ、こっち帰ってくる。まぶちくんさ。でもさ、まぶちくんさ。まぶちくん。もうさ、京浜飯店でさ、やられてさ。近江にさ、なんか、入れてもらうみたいな算段だったけどさ、もうそれもできないわけじゃん。まぶちくんもう、お出番終了的な感じだよね、きっとね。あ、
ついでにコンビニ寄ってこう。ちょっと報告だけしとこう、バイトの。よし。で、白川さんに豚汁いただいて豚汁いただいて、エビカニ向いてほしい。わかる。エビカニは向いてほしいね。田中さん、この日来てくれてありがとう。カズさん、こんばんは。来てくれてありがとう。ニャスカさん、こんにちは。初見です。来てくれてありがとう。あ、本当？ハンサムのイベント？ハンサムはさ、やっぱりさ、ハンサムはやっぱりさ、やっぱロックのハンサムでさ、見てるだけあってさ、やっぱりちょっとさ、ちょっと思い入れが違うよね、ハンサムね。あ、全然ガードできなかった。全然ガードできなかったけど、絶妙なこれで当たるか。巻き込めー。巻き込んだ。足立さんとね、たっちゃんを今下げてるのは、もう絆イベントをね、最後まで見てるので、もう普通にね、経験値が 1.1 倍で入るので、そうじゃないとね、0.7 倍ぐらいになっちゃうんだよね。リタ村長。ホーレスライン抱き出してもらっていく。そう。村長。うちの相棒が気になっていることがあるってんで来ました。村長、試験もくすってるね。運び込まれた時の話です。あの日あんたが一番を見殺しにしなかった理由、そして病院に運ぶでもなかった理由、もしよかったら話しちゃもらえませんか？美食のウィンナーみたいな吸い方してんな、村長。そうか、分かった。熱くないように話してもいい。どうせもう潮時だろうからな。潮時？潮時？ああ、このホームレス街には昔から秘密の取り決めがある。ここで村長と呼ばれるまとめ役に代々引き継がれてきた掟だ。掟？で、そりゃどういう？不定期に運び込まれてくる死体の処理だよ。死体の？それを運び込んでくるのは荒川組ってカムロ町のヤクザだ。ああ、そっか、殺しの荒川って言われてたから処理ここでしてたんだ。マジっすか？でも昔からってことは登場会の時ことだよね。詳しくは知らん。ただそういう仕組みが殺しの荒川組が処理してきた死体を偉人帳で処理しても、処理する死体はいろいろだ。撃たれたのやら刺されたの、殴られたの、どんなんだろうがゴミの山の下に穴掘って埋めちまう。何体埋まってるかは知らん。バブルの頃は月に一度はあったらしい。ゼロの時代か。村長になった後も龍が如くゼロの時は月1で運び込まれてたんだ。殺しの荒川組か。ね。ただし運ばれてきたのに息があった場合はさらに裏の取り決めがある。いや、
今までの話も十分裏でしょ。ね。運び込まれた人間に息があった場合は死んだことにして救って逃がす。なんでそんなこと自分を死んだことにしたいって人間はいつの時代にもいるもんだ。借金で世に出したいやつ、一番そうだった組織に狙われってことか。て逃げているやつ、そういう連中をここに送り込んで死んだことにして逃がしてやる。もちろん代わりに金は取るんだろうがな。とはいえ荒川組にしたってバレちゃまずい仕事だ。だからめったにないケースなんだがな。じゃあ俺の場合も石浦とか天童とかにその取り決めがあったからあんたは俺をバレたのがまずい助けてくれた。ことだよね、きっとね。そういうことだ。俺を運び込んできたのはどんなやつでした？荒川組のもんだろうが、俺もそんなのまで確かめやしない。そいつは車のトランクから血まみれのお前さんを下ろして、そして相場通りの金を俺に握らせるとすぐに帰ってった。最後まで一言も口を聞かずにな。あ、もちろん俺歌の全部先まで見越してのことだった。すまねえなイチ、死んでくれ。頼んだぞイチ。なんだ今の。おやっさん、俺を撃った後何か言ってたみたいなんだよ。多分頼んだぞイチって。あれかな、なんだそれ偽札入れるときに言ったのかな。確かに言ってたんだ。夢じゃね他のね、幹部連中に聞かれちゃまずいだろうから、よう一番近づいたときに嘘って言ったって感じなのかな。希望を持つなとは言わねえ。だがな、お前がここに来た時マジで生きるか死ぬかの瀬まあ、戸際撃たれたってところ結構心臓に近いところだったもんね。死んでたはずだ。それはそうだよお前ね。が荒川のことを信じたくなってるのはわかるけどよ、俺にはちょっと。それでもおやっさんは俺を撃たなきゃならなかった。会合に来てた他の極道たちの目があったから。石尾がいた説あるからね。説とかいたんだもんね、きっとねいや。見てないんだけどさ、なんでもねえよ。いたっていう話らしいから。忘れてくれ。死んでくれ1っていうのは、他の国道連中に分かるようにって感じだよね。一番、そろそろ平安島に行く時間だ。ランチの予約してもらったんだろ、星野会長に。そうだね、星に会いに行かなきゃ。で、おやっさんが、胸ポケットに、その偽札を入れてるから、その偽札を入れてる時に1の近くで頼んだぞ1って言ったんじゃない？言ったんじゃない？でも、おやっさんが何かやったってこと石尾田くんたちにバレてるな。めんどくさいからタクシーで行こうかな。ちょっとヒロさんに会いに行こうか、ついでに。バイト .com でヒロさんに会いに行こうか。そうだよね。しかもさ、カムロ町からさ、伊勢崎陣町にさ、ちょっと遠い気はするけど、どちらまで行か来てたら、それではそんなにカムロ町からは足つきにくそうだもんね。で、しかもさ、当時はさ、でもいつからだったかわかんないけど、でも肉の壁もあったわけで、登場会とか近江連合の人たちも、中に、この中に入れなかったわけだからって考えると、割と、適切な場所ではあったんだね。にゃー。かわいい。あれかわいいね。いっぱいいるじゃん。かわいいじゃん。前に来た時もたか、このオフィスには猫がたくさんいるんだな。そうです。捨てられたり弱っていたり、たくさん生まれて飼えなくなったりしていた猫を引き取っていったら、すっかり増えちゃいましてね。ですが、動物に優しくするヒーロー
するのもヒーローの務め。ここまで毛並みのいい猫ちゃんたちに育ててやりましたよ。なるほどな。動物も救えてこそのヒーローってわけか。みんなあんたに懐いてるみたいだな。ええ。今ではもう猫ちゃんのいない生活は考えられませんよ。この子たちに危害を加えるする輩がいたら私は悪にでもなります。今流行りのダークヒーローってやつですな。はっはっは。反応に困るな。この顔好き。こういうちょっとそれではキルさんもたまにしてた。まあ春日さんならいつでも歓迎するので好きなだけめでて言ってくださいよ。おう、ありがとな。パーテーションの裏にもいるじゃん。かわいい。かわいい。かわいい。撫でたい。猫カフェの時みたいに座ったら、明日来るとかないんですか？猫カフェの時みたいなサービスはないんですか？やりました。町の平和を。素晴らしい。町の平。なんか昇格してた。どうも春日さん。町の。いやー、かわいい。かわいい。取れない。取れない。昇格って寝てる間も働くからね。だからこその睡眠学習っていうのが。なにこんなところでこんなドア開けた瞬間もしもし春日さんですか？さっきまで会ってたじゃん、ヒロ。ヒロさんか。どうしたんだ？で、猫ちゃんを、うちの猫ちゃんたちを探してくれませんか？猫ってあんたのオフィスにいた猫だよな。はい。オフィスのドアが壊れてしまって、業者に電話してる間にみんな脱走しちゃったんです。もう私心配で。でも探しに行くって言っても、もしかしたらオフィスで戻ってくる子もいるかもしれないので、うかつに離れられないんです。だから春日さん、私から依頼を出させてください。私の猫を探すという依頼を。謝礼は弾みますので、何卒よろしくお願い申し上げる。仕方ねえな。いいぜ。見つけたら捕まえて連れてってやるよ。ありがとう、春日さん。猫は全匹で9匹になりますので。わかった。9匹だな。猫探し。ヒロさんの猫見つけたら捕まえてやろう。猫探し。なんかデジャブ。また猫探すのか。ちょっとね、野球の人たちは戦っていこう。これね、スカウトのやつあったはず。私の番ですね。猫はかわいい。猫ちゃんはかわいい。龍が如くの猫、普通に飼ってるね。6の時にさ、缶詰でさ、猫ちゃんをっていうのがあったけど、盗撮系と、あと野球鏡ね。違う。ちょっとせっかくここに来たから、ついでに自販機を漁っていこう。なんかもうさ、お金はさ、170、もう万ぐらい今持ってるし、ミャオどこいるの？ちょっと待って。ミャオどこ？いた！こいつ、バイトヒーロー .com からの捜索を絡まれてる猫だよな。やっと見つけたぜ。カイネさんを心配かけんなよ。って言ったところで伝わらねえか。なんかさ、6の時もさ、こんな感じでさ、にゃんってさ、猫の声がしてさ、猫の鳴き声がするとか言ってさ、だいたい吸い寄せられてたんだけどさ、また同じことが繰り広げられるな。すごい大事な
大事なさ、んその、6の時の動画で残ってるんだけどさ、こう、目的地にこうやって進んでる時に、右側に猫が来たら、スッてさ、猫第一優先でさ、言ってたんですよね。さて、ほら来いよ。今回も同じことになりそうですね。そっか、ってことはしばらくタクシーは乗らずにちょっと街中うろうろして行ったり来たりした時に見つけられるかもしれないな。はい八神探偵、八神探偵、八神探偵どういう仕事っぷりかわからないけどまだやったことないからロストジャッジメントジャッジアイズやってないからわかんないけど猫探しとかしてくれんのかな。楽にしてあげましょう。私の番ですね。キムタク猫探してくれる？俺の番だな。猫探しは探偵の仕事の基本という変化わかる。それはわかる。めちゃくちゃわかる。なんかさ、実際の探偵わかんないけど、待ってなんか色ちょっとここは昔馬がよく通ってた道らしいぜ。馬車道、白い馬も結構歩いてたとか。馬車道だからね。じゃあ白馬に乗った王子様ってのも本当にいたかもしれねえな。今も昔もいるわけねえだろ、そんなやつ。現実的だな。モテなさそうな発言。いや今も案外いるかもしれないぜ、王子様。え？白馬の王子なんて今風に言えば外車に乗った都合のいいイケメンみたいなもんだろ。都合のいい。単純儀がいい車乗りゃ完成するぜ。身も蓋もない言い方するな、あんた。待ってください。私はそんなに都合よくありませんよ。イケメンは否定しないんだ。さんは面白すぎる。あなた社長の春日さんにね、ここだけの話いいとお酒してるんだけど、もしお金があるならどうかしら。エステティックサロン。それじゃあ緊張してみ、高っ。ハンサマさ、なんかさ、だんだんなんか私の知ってるハンサマ像からさ、ハンサマもっとちょっとクールでさ、なんかほら、優しくこう、なんか人当たりはいいんだけど、結構なんだろう、ほら、桐生さんに負けてさ、スターダストの地下闘技場の時にさ、桐生さんに負けてさ、ブランデーグラスをさ、片手で握り割るぐらいのさ、悔しがったりとかしてたじゃん。だからさ、結構さ、大門あった。大門発見。だからさ、結構さ、なんかさ、もっと、なんだろう、クールなさ、でもちょっと怖い感じなイメージだったんだけどさ、だんだんハンサマ、だんだん面白い方向に行ってる気がするんだけど、ハンサマ好きだわー。いいね。じゃあもう平安路行っちゃおうかな。ちなみにさ、なんか新しいラブストーリーがさ、出てたりなんかはさ、してないよね。してないね。ちなみに今、サブストーリーって、サブストーリーって36分のじゃあ52分の36、もう半分終わってんだな。半分終わってるね。道間違えちゃった。大門押してる。にゃん。
いたー。こいつ。やっと見つけたかくれんぼはこれで終わりだぜ。見つけた。イケメンなのは確かに。いや、だってさ、6の時の、スターダストの時も、ハンサマって私もハンサマって呼び始めたの。そこからだけど、めちゃくちゃハンサマって呼ばれてたもんね。楽になってオリジナルハウスの別のパーソナリティができたか。わあ、そうかもね。一応、ね、影武者って別のね、人ではあるからね。でもさ、なんかさ、なんだろう。偽物だって思われないように、さりげなく金の皿拾った。偽物だってなんか思われないように、ちょっと性格とか喋りとかのなんか、似せたりとか寄せたりとかみたいな、するのかなとかさ、ちょっといろいろ考えちゃったりとか、するんだけど。よし。平安楼に来ました。待って、もうちょっと前行って。イケメンのハンサムが待ち構えてたわ。コンチーさんこんばんは。来てくれてありがとう。平安楼でホッシーは何を話してくれるんでしょうか。荒川真澄との因縁。先にやらせてもらってるよ。いいんですか。ごちそうになっちゃって。北京ダックやっと食べれるね。一お前が番おごってくれんのか。そうしたいですけど、支払いはこれじゃあまずいですもんね。絶対ダメだろ。捕まるわ。どうやらゆっくり飯を楽しむ気分じゃないか。即刑務所よ。うまい北京ダック、俺にも気持ちよく食えるようにしてください。うん。あなたとおやっさんがそういう関係なのか。俺に気持たせたのはあなたですよ。そうだね。偉人帳の偽札は戦後間もなくから人知れず作られていた。先代の清流会と半品流マン、その一握りの幹部だけが知る極秘の事業だ。ただしその他に何人か偽札の運び屋を雇ってもいた。運び屋。ワンピンリューマンも先代で蝶の親父さんとかだったのかな、やってたの。旅回りの役者だった男、荒川敏夫だ。そいつは荒川真澄の父親だ。冒頭の大衆演劇。大衆演劇で回ってたのが都合良かったのか。トランクいっぱいに詰めた1億あった偽札を紛失してしまったと言ってきた。そいつはどんな理由だろうが許されることじゃない。いや、そうだよね。偽札だもんね。清流会は他の運び屋たちの手前けじめをつけなければならなかった。だが偽札のことを知る人間は一握りの幹部だけだ。けじめを取るにしても、組の下っ端に任せることはできなかった。だから先代はいずれ組の跡目になる俺にその役を命じた。ってことは平安楼で。そうだ。つまり俺は荒川敏夫たのが欲しいなんだ。荒川真澄の父親を殺した人間だ。荒川敏夫とトイレ行ってる時におやっさんが事の直前まで知らなかった。それがまだ14の息子だと分かった時にはもう引き返すことはできなかった。なんか料理を運ぶ。殺された若い時の欲しい。のがその子になる。そう分かっててもなおだ。そうだね、発見してたもんな。後で知ったことだが。出た。偽札が紛失したのは荒川敏夫の妻とその愛人が盗んだからだった。ゴリゴリのカスじゃん。二人は海に沈んで消えた。
死体も上がっちゃいないがな。怖え。怖え。じゃあ大家さんは両親ちゃんとらしい殺し方してる。ああ。最初に出た時でもカスのクズだったけど、マジでカスクズだな、あの二人。荒川真澄は役者仲間数人と流れ者になった。そっか。何者も頼れない彼らが生きるには極道にでもなるしかなかったんだろう。東京のカムロ町でな。それがおやっさんが極道になった理由か。あの人は他の生き方を選べなかったんだ。なるほどな。荒川が入ったのは東上会の枝で氷川興産って組だ。川子さん。ずいぶんきついとこだったらしい。殺しも平気で請け負うような組だったみたいだ。そうなんだ。だから氷川興産はしょっちゅう死体の処理に追われていた。マジですか。荒川真澄も当然それを手伝わされたわけだが、ただその死体の始末に彼はわざわざ横浜の偉人町のホームレス街を使うようになっていった。え、東京のね、組なのに、遠いけど、でも都合が良かったのかなと思ってたけど。少しでも横浜に来る機会を増やすためだ。お父さん殺した犯人を。父親が殺された町でなるほど犯人を探すことができるからな。そうか。口実を作ってたのか。まあでもいい場所ではあった。間違いないよね。肉の壁もあるし。荒川は偉人町に通っては必要に前科者や極道の顔を探し続けた。たった一つの手がかりを頼りにな。手がかり。あ、すれ違ってる時に顔見てるのか。一瞬だけ見た怪しいボーイの顔。それだけをひたすら追い続けた。確かに一瞬立ち止まって見てたよな。そして事件から7年が経っていたある日、それで俺の元に印象に残ってたんだな。この平安楼への招待状が届いた。見つけたんだ、おやっさん。差出人は荒川真澄。素性を隠す気もないその手紙に、俺は逃げられるもんじゃないと悟った。だからボディーガードも誰もつけず、俺はたった一人で荒川からの招待に応じたんだ。欲しい。一人で？もしその時はまだ組長じゃないのかな。危ねえだろうな。きっと殺されるだろうと思ったさ。じゃあどうして？それでもよかったってこと？どの道ろくな死に方はできんかんようだ。あの時の子供に殺されるのならいくらかマシなんじゃねえかってな。俺にとってあの殺しは喉に刺さった小骨みてえに引っかかってずーっと消えなかった。今お前の座ってる席に荒川も座ったよ。ここに？まだ20歳を過ぎたかどうかってその目はもう何人も殺めてすさみきっていた。あ、若い。そして俺はなぜ荒川敏夫をやらなきゃならなかったのか。その理由をありのままに伝えた。どうせ殺される身だ。あ、まだ聖徳太子だ。この時もまだ諭吉になってないね。銃を手にしていた荒川はいつでも好きな時に俺を殺せたはずだった。この後俺の話に全く口を挟まず、そうだよね。全てを聞き終えると荒川はゆっくりと席を立った。そのまま出て行こうとする荒川を俺は引き止めた。復讐しに来たんじゃねえのかってな。で、おやさんは？あんたが
てぶてしく俺の正体を無視してくれりゃ背中から撃てたのにな。おやっそう言って出てったよ。おやっさん。もうおやさん。ますます一番もうおやっさんが大好きになっちゃうじゃん。1984年に日本の満節は聖徳太子から福沢諭吉に変わった。うんその時、そうだね自分の組を持つまでになっていた荒川に、この時にも組持ってたのか。贈り物。ああ、福沢諭吉が書かれている新しい偽札を送ったんだ。それがそれもわざわざ裏面を白紙にした特注のエラー品をな。それがじゃあ一番が持ってた。なんでそんなものを。なんで？説明は難しいな。まあ強いて言えば恩義とけじめの気持ちだ。恩義とけじめ。けじめ。これか。おい平俺子。は荒川の招待を受けたあの日殺されるはずの人間だったんだ。おい平子を忘れずか。だが彼は俺の命を取らず胸に仕えていたものさえ消し去ってくれた。それだけじゃねえ。偉人さんの均衡を保つことも彼のおかげで続けられたと言っても過言じゃねえんだ。すげえ。荒川には途方もない恩を受けた。だがけじめの気持ちも忘れちゃならねえとずっと思ってきた。その気持ちの印がそのエラーの偽札だ。偽札の秘密は俺や偉人長の急所だ。だがその秘密が保たれずっと偉人さんが成り立っているのは荒川のおかげだという気持ちと、そしてもし俺を生かしておいたことが見込み違いだと思うことがあればいつでもそいつを使って俺を好きにする。なるほどな。その二つの気持ちがそれなんだよ。すごいな。でもおやすさんもすごいな。そのつもりで実は裏書きに一筆入れたな。恩義平行を出た忘れず。そのタイトル。賞や罰を常に適切に与えられるという様子を例えた言葉だ。俺が背負っているものにふさわしいと思って書いたんだ。なるほどな。さすがにほとんど消えちまったようだな。でも40年前。あ、うっすら書いてある。うっすら書いてあるね。そういうことだったのか。しかし今その偽札を持った男が俺の前に現れた。そうだね。それは俺だけにわかる荒川からのメッセージに他ならない。そっから初めて清流お前とい館に。う男が荒川真澄にとって大切な身内だということだ。殴り込みに行った時におやさんが星谷も気づいてたんだな。俺を大切な身内だと。いや一番泣いちゃうよ、こんな言われた荒川ら。もその偽札の大事さは理解しているはずだ。だがな、それを手放し嫌われちまったからとか言ってたのに一番。お前も理解すべきじゃないのか。だとすればカムロ町でお前を撃ったのは荒川の本意じゃなかったと考えるべきだ。撃ったのは殺すために撃ったんじゃなくお前を生かして俺の元へたどり着かせるために撃った。ここまでつながってたのか。今俺にわかるのはせいぜいここまでだが。十分だよ、星。ありがとうございます会長。
頼んだぞ、1はもう、あながち間違いではなかったんだやっな。ぱそうか。でも判断すんのはお前さんだ。俺は知ってることを話して。ねえ、いいんです。十分です。信じます。そうかい。ええ。俺の仲間も同じことを言ってたんです。俺にとっちゃ、その仲間も、もちろん会長も、信頼できる人です。だから信じれるんです。そして、俺自身も、おやっさんを信じなきゃいけねえって、改めて思いました。いや、今までも信じたけど、より強固になったね。春日。はい。お前、荒川とは血縁か。まさか、そんなんじゃありませんよ。そうか。あいつはいい若い衆を持って幸せもんだな。血縁者の方はちょっとあれですけど少し鼻が高いだろう。本当の血縁者はあれですけど。お、なんか銃とか入ってねえだろうな。あ、終わっちゃいました。終わっちゃいました。第11章、喧嘩の称賛。荻窪幹事長の急病と辞任で大きく揺れる永田町。モブ顔の首相。政界のドンと言われた幹事長の後ろ盾をなくした首相が衆議院の解散を表明いたしました。モブ顔の首相。解散総選挙により改めて民意を問うことで新たな内閣、新たな民事党を打ち出していきたい。いや、ちょっと若が動き出したんじゃないの？さらに荻窪幹事長の後任として東京都知事のもう両氏を任命したことも発表されました。任命しちゃった。現職知事が与党の幹事長を兼任するのは前例がなく、大胆な人事として波紋を呼ぶことが予想されます。若の思惑通りになってんだな。荻窪幹事長。ご容体いかがですか？頭もいるじゃん。都知事ともあろう人間が字も読めないのか。頭面会謝絶だ。連れてて大丈夫？都知事。当たり前だ。病院の細かいルールをとやかく言う前に、コンビ連合いいの？一緒にいて大丈夫？スキャンダルにならない？根底から崩しかねない重罪ですよ。あの偽札が何人の命を救ったと思ってる。100や200では効かんのだぞ。道路や法律を作る政治家は5万といるが、セーフティーネットからこぼれた人間を救える政治家はそうはいない。お前にそれだけの器量があるのか。あなたとは使い道が違いますが、器量は持ち合わせていますよ。だからこうして引き継ぎの挨拶に来たんです。分刻みのスケジュールを縫ってね。都知事が幹事長を兼任するなど聞いたこともない。あなた方老人にとってこの先起こることは全てが前代未聞の出来事になるでしょう。だが1年も経てばそれがこの国の日常となる。それが私が作り出す新たなこの国の政治です。青二歳が。青二歳ね。覚えていますか？10年前、私が初めて10年でも政界にいるんだ。区議選のことを、民事党の推薦を希望する私をあんたは罵った。ブリーチジャパンなど現実を知らない子供たちの学園祭だと言ってね。言うね。荻窪さんの選挙区は神奈川2区でしたね。次の総選挙ではブリーチジャパンからあそこに立候補者を立てます。最高が。もちろん民事党の公認候補として。
どんな気分ですか？現実を知らない子供たちに全てを持っていかれるのは。煽りに来たのこの人。大丈夫？心拍数上がってますけど。我々の候補が当選するのは確実でしょう。まずは手始めに偉人町のゴミ掃除から始めなくてはね。あそこは不法投棄の温床ですから。本物。彼らをゴミ呼ばわりするのか。いいえ、ゴミ以下です。なんだと。社会のセーフティーネットからこぼれた者たちと呼ぶべきですか？しかしそもそもそうなったのはグレーゾーンに甘え続けた彼らの責任では？自己責任の果てに行く当てを失った人間などゴミ以下ですよ。どうなろうが私の知ったことではありません。完全にじゃあもう偉人。ああ、大丈夫？おっと、大丈夫？話が過ぎましたか。元幹事長、マジで煽りに来ただけじゃん。私は心からそう思っているんですから。綺麗に再開発された偉人町荒川組のバッジつけてるし、その目で見ていただきたいので、そしてその時の元幹事長の顔を私もこの目で見たいので。うわあ、本当に煽りに来ただけだこの人。煽りに来ただけだこの人。あ、ヤスカルさん、スパチャありがとう、ありがとう。いやいやでもここが春日君たちのアジト？超なあ、遠慮することはねえ。くつろいでくれ。まあくつろげる感じでもないけど。私は特段の文句はありませんね。手狭なことを除けば。どいつもこいつも随分上から目線だな。勝手に転がり込んできた分際で。勝手だなんて。緊張感なくなった。半純義から止めてくれなんて頼まれたら俺の立場的にも断れねえだろ。もう仲良しじゃん。コミジルが燃えちゃったわけだしね。他の仲間はどうしてるの？うん、けど現在監視システムの復旧に努めていますが、完全復旧にはまだ時間がかかるでしょう。将来であんだけ燃えちゃったもんね。家が焼けた半純義はともかく町までここに引っ越してくることはねえだろう。引退した俺がいつまでも京浜飯店に住むわけにいかないでしょ。そっか、総帥やめちゃったんだもん示しね。がつかないからね。だから俺も家なしなのよ。だからって揃いも揃ってうちに来るか？お前の家でもないだろ。マスターだ。家主は。ここを有意義に活用していきましょう。情報か。一理ある。ブリーチジャパンの方はあんだけ暴れまくったんだから警察も動いたんじゃないの？そうね、ブリーチジャパン結局どうなったって。警察？春日君ニュース見てないの？そういや、ここんとこ見てねえな。コミジュルの一件でブリーチジャパンは偉人町や日本中で株を上げたよ。はあ？テレビも新聞も報道はこう。警察さえ手出しできない不法占拠集団コミジュル。そこに危険を顧みず突入した勇気あるブリーチジャパンってね。英雄になっちゃってんの。ずいぶん偏った言い方だな。それだけじゃありませんよ。ブリーチジャパンに抗ってコミジュルが火を放った。そしてその火災で代表の小笠原が死亡したと。小笠原が死んだ？どういうことだ？俺たちは火災の後に小笠原を拉致って尋問しただけだろ。元刑事がすげえこと言った。近江連合に助け出されてまんまと逃げたはずよ。あれ、じゃあ始末されたのその後に？まさか。そのまさかでしょうね。おそらく近江連合に殺されたのでしょう。ペラペラ喋っちゃったもんね。革命の英雄に仕立て上げられてね。全部ペラ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 喋ったもんな。なんだいそれ。小笠原は青木との関係をベラベラ喋っ
った男。うん。始末しなきゃいけなかったわけいや、もうでしょ。そりゃペラペラ喋ってましたでよ。もただ始末されたんじゃない。コミジュルが炎上した件で負傷して死んじまったことにすれば、事件性も感じないから警察も病院も疑わない。しかもグレーゾーンの鉄板また支持率が上がっちゃうわけだ。劇的な死って演出のおまけ付きってこと。くそ、敵ながらいちいち完璧な連中だぜ。どうしますか？今から警察に行って小笠原を拉致していたことを話してみますか？捕まるわ。無駄だな。捕まるわ。馬淵の息がかかった連中だらけだ。そんなことしたらどうせ別容疑で捕まるだけだ。予防で捕まるわ、そんな。すべてはあの青木って男の手のひらで踊らされているってことなのね。完璧に。若ー。でも完璧って言ったってよ。ブリーチジャパンの連中がコミジルに乗り込んだのも不法侵入じゃねえかよ。そこは結果論ってやつかな。確かに不法侵入だけど、今の世論の流れからそれを問題視する人はいないからね。確かにな。警察も検挙しようがない。このままだとコミジルもハンピン・リューマンも偉人町に居場所がなくなることは間違いありません。そして我々に味方しかくまってくださっているあなた方も同様でしょう。大変差し出がましいようですが、もし皆さんに行くあてがあれば早々に相談された方がよろしいかと。行くあて。俺はここに残って連絡を待たなきゃいけない。そうだね、ミツから連絡？ミツからの連絡、おやっさんの。荒川のおやっさんはそう遠くないうちにある博打を打ちます。その時には一人でも多くの味方が必要になります。言ってたもんね。一人でも多くの味方って？これ以上はまだ話せません。すいません。ミツ、また連絡させてもらいでもます。その話をさ、ミツにするってことはおやっさんはミツちょっと信頼してるんだな。そうですか。しかしその荒川下っ端だったらそんなこと知らないだろうしね。春日さんを撃った張本人なのでは？おやっさんは殺すために撃ったんじゃなかったんだ。俺を生かすために撃ったんだよ。そうだね。生かすために撃つとはどういうこと？まあその話は長くなるから今度酒でも飲みながらやろう。とりあえず蝶も加わったことだし、いろいろと準備をしようぜ。この先いつどうなるかわからねえだろ。金も道具も揃えといた方がいい。なるほど。賛成。賛成。あ、蝶が仲間に加わりました。やったー。やったー。やったー。偉人さんにある肉の壁が崩れ、横浜の治安が悪化したことにより、横浜の街にいる敵が全体的に強化されました。今まで出てこなかったような強い種類の敵も出現するかもしれませんので注意しましょう。へー。どうやら大門を落とす敵が出現し始めたらしい。きっと争いの際に東京から首でやり合った連中が乗り込んできやがったんだ。どんどん倒して大門を回収してくれ。なるほどね。小さなメダルを落とす敵が出てくるようになったんだね。そう。ハンピンリューマーの総帥だった蝶は高層で鍛え上げた出血になりにくい体を持ち、ビビり、怒り、極み技風味になりにくい強い精神を持っています。へー。へー。ちょっと、植えましょう。いやー、ちょっと一気に物語読んじゃったけど、いや、ちょっとやっぱおやっさんやっぱかっこいいわ。一番が憧れる感じがすごくわかるね。いやー、めちゃくちゃ重要でいい話だったな、おやっさんの話。はー。ちょっとつねちゃま感のは確かにわかる。絶対大事なところで一本するでしょ、バカ。いや、荒川正人のところを考えると、ちょっとそれ、ちょっとありそうだよね。そら豆さん来てくれてありがとう。
あんまり悪口とできない最速の経験が出てくる。柏木さんのな。いるからな、ここにな。七瀬さん、こんばんは、久しぶりです。来てくれてありがとう。みんな家なし。足立さんってさ、結局、超入れたい。足立さんってもともとの家どうしたんだろうね。どうしよっかな。ナンバ31だから。ちょっと、誰もしハモコさん。おう、一番元気か？おう。こっちは大丈夫だ。ハモコさんこそ無事だったか？もちろんだよ。それよりちょっと頼み事していいかい？なんだい？うちのゴミを出してほしくてね。ゴミ出し？別に構わないけど、どうしてまた？店に置いてあるいられるものを捨てるだけさ。別にすぎじゃないから、用事を済ませてから来てくれりゃいいよ。そんじゃ、店で待ってるからね。ハモコさんのところに行くと、ストーリーが進む感じだね。いや、ね、てかさ、小笠原さ、ここだね、またね。小笠原、さあ、なんもないね。ちょっとまず、腸の、超清流島なんだ。へー、かっこいい清流島。マフィア。ジョブレベル上げるやつつけとこうか。花のリンク。ちょっと腸の、あれ変えたい。ジョブ変えたい。いやさ、小笠原、そっか、でも、ある意味、やり方はもう悪だけど、レベル44のやつがいる。そっか、もう、あれだね。やってることは悪だけどなー。でも、そっかーってちょっと思っちゃう自分もいるなー。いつだらけ。いやー、ヤクザ的な考えのあれだな。超技見てこ、一個ずつ見てこ。まずこれ。おー、すごー。かっこいいね、蝶の動き。強くなった気がするぜ。ダイモンガリニアクイーンもめっちゃ笑うね。聞いたらメダル出せってはぐれメタルとか狩るのと一緒の感じでしょ、きっと。やるか、これやるか。やっぱこのおめでとうは何度聞いても面白いわ。よし、次これ。おー、かっこいいな。動きかっこいいね。操作ディスカスで。これ。そこまで。ちょっと巻き込んだ。よかった。辻。レベル上がってもその攻撃の仕方は相変わらずなの。大木ジェチシステム。いやでもじゃあやるか。
やっぱこれ誰がやっても面白いわ。じゃあ、待って。ペッパーミルブローで、こいつを。よし、じゃあ、次はこれです。これはどういう攻撃だ？ほとんどほとんど植木に隠れて見えなかった。なんかレベルがさ、ずっと10とかなんちゃ以外が全員挑発に乗ってる。武器弱いんですよ、張さん。よし、ここで巻き込めるか。よしよし、巻き込んだ。こいつはもう勝手に次やられるでしょう。ね、テンション上がりますね。テンション上がりますね。また強くなっちまったか。楽しいわ。そう回復しとこう。豚汁。私の番ですね。よし。ほら来いよ。スプレッドアイス覚えたから、これで巻き込め。ナイスナイスナイス。よし、じゃあ次これ44でとかいいからな。これは結構あれだね、シンプルめ。なんかある程度敵が強くなってくるとさ、こんな感じでさ、この極み技をさ使いたくなるからさ、いいよね。なんかあまりにもさレベル10とかのさ敵にさ、ちょっと使うのもったいなくなっちゃうからさ。豚汁ください。一個ずつ豚汁もらってってる。章変わったから、来た。ナムなし。10円。お前はまさか。出たーお前はまだずっと11なんだ、レベル。出た。怪しいやつ。歯応えも出て効率化目指したい。そうだね。そうなんだよね。なんか人すごい集まってる。セレモニーホール。野々宮さん時以来だね。野々宮さんの時以来の。いや、ちょっと一旦ちょっと転職させたいじゃん。あと衣装が見たい。何かジョブチェン。
トリートミュージシャン。ああ、まあ、うさんくささは増すね。うさんくささが増す。あ、料理に似合うな。いや、これは誰やっても面白いんだよ。あー、うさんくさいねー。あ、うさんくさいねー。あ、かっこいい。うさんくさいな。待って。どれ着てもうさんくさくなる。用心棒ぐらいだよ。マフィア感あるよね、こっち。あー、いなくはないね、こういう土方の人ね。サバゲーやってそう。やっぱこの服が一番似合うんだな。で、料理人。あ、でも料理人今、なんちゃん今、あ、ジョブランク10か。なんちゃん変えちゃおうかな。でもこれなんちゃんが一番似合わない悪魔。あ、占い師。そっか、転職だけ、占い師にさせよう。どうしよう。真島さん。ありがとうございます。片目で占いさせたろ。全員悪魔にしてやだなぁ。敵ビビっちゃうよね。職業かって言われる。職業かな。世紀末みたいなことでしょまあ、料理人だな。これ、ね。これがかっこいい。あ、冴島さんだ。そっか、冴島さんの服着るんだ。あ、なんかさ、同じ服だけど、ちょっとあれだね。がたいの違いがあるから、これ似合うな。堂島大吾って書いてあるなと思ったけど、こっちか。こっちの堂島大吾か。ずっと小雪ちゃんが同じジャンパー着て、極みつの時に、大悟と同じジャンパーだからそれやめた方がいいよと永遠に言ってたな。大悟にしよう。やりましたね。大悟にしよう。極み2の跳ねっ返りの時の大悟じゃん。応援しています。ちなみに他は0と極み2と6ですね。だったら、待って、だったらさ、何か。1番、もうこんなん桐生さんですよ。お疲れ様でした。もうこんなんも桐生さん着せる。いいじゃん。めちゃくちゃいいじゃん。めちゃくちゃいいじゃん、これ。ひらみさん、こんばんはじまして、リュウナナ楽しい。ね、めちゃくちゃ楽しい、リュウナナ。来てくれてありがとう。バーバリアンさん来てくれてありがとう。リノ大悟ね。マジモさんの服でこの占い師のポーズさせると、怪しさ倍増するな。怪しいな。うん。でも、どこだろう。まあ、でも、誰が面白いか、冴島さんでも面白いか。これね。やさぐりついた。1年前、組をめちゃくちゃしたアンツだろうがの時の服じゃん、そう。そう。極み2の一番最初で、桐生さんがグーのでも出ないことを言った時の大悟の服ですね。近江連合の本部に乗り込んだ時の服ですね。さて、ちょっと、敵ちょうどおあつらい向きにいるじゃない。こんにちは。いやね、ボーリングに見えるわ。あながち間違いではなくて、あながち間違いではなくて、弾の攻撃の仕方がさ、もうさ、ボーリングなんだよね。
占い師ってさ、なんだっけってちょっと。まだちょっと転職させたばっかりだから覚えてないからあれだけど、まあパン邪魔だよ。これでも食らって。まだ覚えてないよね。あ、ボールプラナー覚えてるね。これやろうこれやろう。これがさ翡翠のさ、翡翠のさ水晶玉をさサッカーボールにするんですよ。ボールは友達みたいな。お、来た、一つ上の男。また強くなっちゃったね。また強くなっちゃったな。こんな感じなんだね、蝶は。いいな。いや、ちょっとひょうひょうとしてる感じがいいな、蝶は。あった。公園に落ちてるクラブハウスサンドを拾ったよ。レスバに負けてぶん殴った時の、そうそうだよ。いやー、面白い。金のカマキリがないんだよな。これは施設ランクが足りなくて、なんか、作れたり。3にした方がやっぱいいんだな。占い師は作れなくて、高密度重金属、それが足りない。ダイヤモンドとか。200万だもんね。あ、すみれちゃんそういえばすみれちゃんちょっと話してもいいか？いいっすよ。元ヤン工場長すみれちゃん。そうか、すみれちゃんは盆栽が好きなんだな。そうなんすよ。芸が細かくてめっちゃよくないですか、盆栽。私も喜んでくれるかもしれないな。たまには私。一番盆栽をすみれちゃんに送って何、口説こうとしてんの？口説こうとしてんの？あ、近くにバイト .com の依頼があるな。ちょっと経験値稼ぎも兼ねて。あ、こんにちは。ローション3人もいるな。やべえ、ローションが3人もいるな。ローション使いとローションまみれの違いは何なんだろうな。どっちも怪しい。よし、ここはもう立ち上がったところで、はい、潤いタイム。どういうこと？守備力上がるのそれでなんでじゃあ燃やす？ローションって燃える？あ、レジストじゃん。なんでローションまとってるとあれなの？火に強くなる？あ、水かぶってると同じ感じなんだね。泡のみたいにプレチェルをいらされた。いいじゃない。泡まみれの泡野さんね。あ、いたいた。こんにちは、バイト.com です。一仕事すか。どんなやつか？同じやつじゃねえかい。
同じやつじゃねえか。同じやつじゃない。よし、3人いい感じに当たったね。ペイ。あとはもうさっきのローション使いだけだ。これかっこよかったからこれとか見よう。いや、かっこいいね、動きが。よし、で高いとこから水晶玉落として、危な。スタンスマッシュ効くね。やっぱ水には水だから。一番鉛筆なくなっちゃった。ちょっとその寝方、その寝方をさ、その寝方を真島さんの服でされると複雑だな。愛ちゃんといいのプレイだけが楽しみだったのに、綾子から奪われるところでした。さっきのローション男に取られそうになったのかな。任務完了。よし。この辺近辺は、なんかここになんか一人いるな。怪しいやつがいる。あれかな、ちょっと強くなったから違う敵が出るようになった感じかな。ちょっと回復しよう。銀だこ全制覇しよう。ただお酒全部飲めないからな。2つぐらい、ウーロン茶を飲んでいっか。2つ。いただきます。ごちそうさまでした。ありがとうございました。だって浜子さんとこ行っちゃう。ここに1個あるね。ここ行ってでもここもあるな。ちょっとバイト .com のだけちょっと行って浜子さんとこ行こうかな。経験値よし。盆栽なんか新しい盆栽同士ってなんだろう。頭に盆栽刺さってる。どういうこと？なんか微妙だな。しまった。間違えて使っちゃったソーサーディスカス。どうした？やってやるぞ。かけると思ってるよ。頭に盆栽が刺さってどういうこと？行くぞ。決めるぜ。してみろ。どういうことよ。よし。ごめんね、ほんと車。おー、すげえ。せっかく1個前で気合い入れたのにね。残念だったね。さらに強くなれましたね。の男、また強くなっちゃったね。成長できるとはな。やった、報告できる。ここなし。敵のレベルが上がれて格好が増えたの。確かにそういうちょっとなんだろう、
特殊というかさ、なんか見た目的にやばいやつが、こいつらも新しくなったかな。楽しませてもらおう。軽くひねってあげましょう。あ、すごいやついるすごいやついるよ。やばくないこいつ。レスラー系が元プロボクサーとかもう本物が増えた感じがね。前まではなんかちょっと偽物っぽいやつが多かったけど。よしよし。いや、強い。風。あー、なんちゃんやばい。あ、一番やばい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 。回復癒しの粉しかないな。いや、とりあえずなんちゃん自分回復してなんちゃん 5しかないから高級焼肉弁当を食べてもろて、あ、ここ巻き込めないかな。あ、やっぱちょっとかっこいいな。ちょっとじゃあ油断しない。あ、待って、1番使おう。攻撃力と守備力が上がる。呼んじゃおっか呼んじゃおう。誰が入ってくるんだろう、尾道用の中。来た来たー、尾道のアイドル小野道夫だー喋らねえあいつ喋らねえ。あ、ハンサマ防御力上げたのに強っ。ハンサマはい、ちょっとこれはまず1番逃げるなら今のうちだぞ。1番の回復は必須ですな。じゃあもう一回使おう。あ、気絶してくれたら立て直せる。結局ギフトなら分かんなかったね確かに。レベル上げ必要かな。まあ今ちょっとジョブ回復ばっかりっていうのはあるからな。お待ちしてます。あ、よし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 、ナイスナイスナイス。いや、これを待ってた。でもちょっとこれだからちょっと減らそう。で、ハン様ハン様
なんで蹴飛ばした回復しに行こうとしたのにさ、蹴飛ばしたカラーコーンに当たってさ、なんでカラーコーンに当たってさ、ハン様がダメージ食らったのよ。何それ。どうしようか。やっぱペッパーミルブローでちょっと遠くにいるやつは一旦、こいつ起きてる、こいつまず、こいつまず。よし、ペッパーミルブロー強し。ちょっとおとなしくしてて。よし、マヒも入った。で、ランちゃん自分回復して、活躍しちゃうよ。逃げるなら今のうちだぞ。ワンスマッシュぐらいでいけるか？これでも食らって。あれ絶妙な距離。じゃあ1番こいつが体力多いから、よし。私の番です。オッケー。俺の番。私が相手です。じゃあこれで。よいしょー。いやー強かったね。強くなった気がするぜ。テンション上がりますね。きたー。また強くなっちまったか。いいじゃない。いいじゃない。またいい女になっちゃった。成長を感じます。成長を感じます成長を感じます。いいな。いやー強くなったね、敵ね。戦いがいはあるけど。はい、こんにちは。本当に案内とか結構ですから、一人で大丈夫ですから。なるほどね。案内してあげるよ。遠慮すんなよって絡んでるやからか。サバイバルマニア。サバイバルマニアか。でペッパーミルブローで、これは操作ディスカスで巻き込めないかな。紀元山。よし、巻き込んだ。で、じゃあちょっとなんちゃんも覚えたてのペッパーミルブロー。私の番ですね。どうしよっかな。これ入るかな。どうぞやってやるぞ。マキ、よしよし、マキ入った。じゃあこれをまず片付けて、俺の番。いやちょっとやっぱこの蝶の動きのやつはかっこいいから見たくなっちゃうね。よし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 。あとはじゃあナイスー。任務完了。回収100円。鉄の皿。ここだね。ここは拾えないわ。そこの
この入ってすぐのとこ。んお前紙をくださいかよ。今回は紙はなかったけど、僕にはあの人がいる。だからきっと大丈夫。待って、お前いくつ必要なの紙。今手持ちないんだけどさ。5個 !5 個必要だ。煙玉、血止め風。煙玉、これラウさんのとこで確か売ってたかな。あり合わせランチボックス。あ、これ、あれだ。マスターに作ってもらわなきゃいけないんだ。炊き出しの飛んでる廃棄弁当さん。あ、はい。廃棄弁当も確か、カンサーのところで回収できるから、回収しに行っちゃおう。ポケットティッシュ5個と廃棄弁当2つね。そしたら、報告ができるぞ。カンさん、久しぶり。よう、新入り。たくさん買ってけよ。まずティッシュが5個。で、廃棄弁当が、よし。これでバイトクエストの、あれ？あ、廃棄弁当もう一個だ。回収。廃棄弁当1個足りなかった。カンさんもう一個必要だったよ。よし。これでティッシュも渡して、体のキレがいいです。ついでに報告しに行こう。コンビニ近いから。紙のデリバリーサービスじゃねえぞ。こいつでよかったか？本当にな。あなたを信じていましたよ。あなたは僕にとって神様です。4回にわたりありがとうございました。学習しろ、お前。またのご利用お待ちしてます。ちょっと待って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 。まさかお店でも紙がないなんて。10個4回ありがとうございましたって、さっそうと去ってったじゃん。あれで終了じゃないの？終わりそうな雰囲気だったじゃん。買い物か。終わりそうな雰囲気だったじゃん。帰れるけど10個。10個帰れるぐらいポイントは持ってるけど、なんかここか。ベッティキッチンか。コンビニに行って先にベッティキッチンの方行って、コンビニの方行こうか。いろんなものが買えることも見ていて思うので、お金ごろそうね。なんかさ、最初品代価とかさ、品代価とか言ってた頃が懐かしいよ。お金あんだけ持ってない品出すよりもさ、とか言って、採算いじりまくってたのに、今や、お金で解決できちゃうんだよ。変わったね。今度は出たアーバンマッスル。別に何にも思い入れがないけど、あのアーバンマッスル。一回地下ダンジョン出るときにさ、目撃して、あんないたなって。傷だらけの方向を。なんか絶妙に。お前ら絶妙だな。でも今傷だらけの方向チャンス。よし。と
どうしようかな。で、方角占い。なんちゃんがやりました。なんちゃんがやりました。なんちゃんがやりました。あれだな、防御力があれだな。あんでも武器は買ってるけど、あんまり買ってなかったんだよね、防具を。なんか拾ったものとかで全部賄ってたけど、そろそろ道具もやってかないとあれかな。ほら来いよ。私の番です。いやー、喫茶ポケットの今まではこれをこんな状態になってしまったら、いらっしゃいませ。やったいや、今回優しい。お咎めなしなのよ。お礼に全部食べるね。俺、ちょっとお詫びに全種類注文しますわ。お、さっちゃん。なんだよさっちゃん、上機嫌だな。これ一番が頼んでくれたんでしょ、クリームラテ。私これ好きなのよ。見た目も可愛いし。さっちゃんらしいね。の喜んでもらえてよかったぜ。内心チョイスミスかなって思ってたんだな。やっぱりそういうの好きだったんだな。ん？どういうこと？チョイスミスってどういうこと？いや、いつも俺らと一緒に酒飲みまくって一生瓶抱えてよく寝てったら、中身は俺らと大して変わらねえんじゃねえかと思ってさ。一生瓶抱えて寝てるんだ。そんな風に思われていたのか。面白すぎる。ありがとうございました。あ治ってる。あ、そうださ、せめて今足立さんと足立さんと今多分メインメンバーはここのしばらくこの4人で行くから、この辺を外して多分ね、パーティーに入った順で強いの装備しちゃってるから、で、一番防御力低いのが、なんちゃん。で、次が、超天佑。で、ハン様、1番。で、余ったのを、あんま変わってなかったな。あんまり変わってなかったな。で、ティッシュを私にと。上かな？ここだ。お店のトイレでさえ紙がないことがあるなんて。しかもポケットティッシュも忘れた。このタイミングで。店の中でさえ本当に紙に恵まれないやつだな。これが必要なんだろ？いやー、恥ずかしくて周りで助けてと言えなかったので助かりました。にしてもお店で紙が切れるか。何をともあれありがとうございました。お前本当についてないな。ありがとうございました。あと確認してから入れ。あ、これで完全にもう、あれかなさすがにあれかな、さすがにあれだな。虫の調達で
G が必要ってどういう状況なんだろう。あ、ロボ部長とロボ課長か。例えばさ、G とゴミもさ、ポイントで変えれるんだけど、ポイントで G とか変えるの、屈辱でしかないんだけど。なんか拾うのも嫌だけどさ。どっちにしろ嫌だけどさ。じゃあ、何？すまねえな。いつも思ってもらって。せめて。いいってことよ。これでみんなが元気になんなら安いもんだぜ。そうだね。だがおごられっぱなしで普通にしてるってのも厚かましいし、うん。今度は俺にも出させてくれよ。お、小田さん何出してくんの？気にすんなよ。水くせえな。そうか。じゃあせめて次は俺のポイントカードだけでも出させてくれ。それは厚かましいな。かましすぎる。ポイントつけようとしてる。あだちさん、元刑事のやることじゃないんだって。私さ、ちょいちょい元刑事疑惑が出るぐらい小笠原を拉致って尋問しただけだろうとかさ結構な問題発言ちょいちょいしてるんだよな、足立さん。面白いなあ。こんにちは。上がってこいよ。食べに行きましょう。ここはそんな。なめんなよ。まあでもやる気あるの？敵の数は多いわね。じゃあまとめてよいしょかかってきなさい。このでまた手前に行っちゃった。あ、よかったよかったよかった。3人巻き込んだ。ラッキー。これギターブラッシュぐらいでいいかな。よいしょ。まず体力減ってるやつを片付けておこう。右ポストイケイケバースで全員分見たさはちょっとあるよな。おめでとうとハッピーバースデーをどうやって言うか、みんなどうやって言うのか。一番の力のご利用しで行くのが最高で面白いけど。でね、ここにね、あんまり声変えたくないんだけど、ゴミとさ G いるんですよね。で G 意外に高いんだよ、ポイント100だわG2 つ買えるのに16000ポイントも缶のポイント使った。100だわ。ポケットティッシュの方が高くあれよ。100だわ。これでもさコンビニの店員に渡される身にもなれよって感じだよ。よし。で、次は、サラリーマン系。ああ、サラリーマン系か。サラリーマン系は、サバイバーの方とかでね、いたりするけど、まあ、せっかくだからもうここからもうサブストーリーないんで、早速、サラリーマン系がいるので、食べに行きましょう。戦いながら。ほら来いよ。よいしょあ、なんか絶妙な位置になっちゃったな。ペッパーミルブローこれぐらい。よいしょ、防御力も上げとこう。さあ、絶妙な感じ。あ、ここで
巻き込むか消えんじゃん。あ、巻き込んだ巻き込んだ。追い打ち。あ、これ普通に戦っていいね。花子さんにじゃあ会いに行こうかな。あ、ちなみにサラリーマン、あ、サラリーマンじゃない。なんかさ、今さ、気のせい？なんか猫の声しなかった？あ、そういえばまだ行ってないな。このダンジョン、地下ダンジョンまだ行ってないんですよね。そういえば。なんか一瞬猫の声が聞こえたけど、空耳、いるね。こんなとこにいるじゃん。にゃにゃ。こいつ、バイトヒーロー .com から詮索を頼むってやつだな。猫の声は見逃さないぜ。聞き逃さないぜ。見つけてくれてありがとうね。あとは任せて。任しましたよ。じゃあちょっと浜子さんに会いに行っちゃおうかな。派手に行きましょう。なめんなよ。よし、じゃあまずは氷を投げとこと。1番はまあちょっと殴っとこうかな。でこれで紀元山で巻き込む。で追い打ち。あ、倒しきんなかったな。寒いぜって言ったよな。でハン様はまあもう追い打ち。あ、倒せるかな。はい。浜子さん。それ捨てるやつ。買い替えたのかな。浜子さん、これは一体。いらねえもん捨てるって言っただろ。こいつら私一人で出したんだけど、もうくったくたでね。残りはあんたたちに頼みたいってわけさ。布団買い替えるのかい？ねえ、景気いいじゃねえか。あれ？誰もいねえ。あれ？女の子たちはどうしたんだい？お出かけ中？あの子たちは一人残らずやめたよ。やめた？閉めるんだよ、この店は。ああ。なんで？偉人町再生シェルター。ブリーチジャパン。ブリーチジャパンの連中が浜北公園の先に作った施設さ。あ、もう風俗で働く子やその家族が無料で住いめるんだよ。や絶対嘘じゃん。無料で住める？じゃあ店の子たちはそこに。ああ、しかもシェルターじゃ職業訓練も受けられるし、ビザ取得のサポートもしてくれんだよ。絶対嘘じゃん。日本国籍のないあの子たちにはこれ以上ない。そんなことできるわけないじゃん。本当にブリーチジャパン久米くんがそんな施設を作ったのか。これからは同じよう小笠原ないないし施設を全国に展開していくってよ。ここもブリーチジャパンが何の指示出ししてんだろう。シェルターに立て直すのさ。でもここがなくなったら浜子さんはどうするんだい？困るだろう。その辺もちゃんと考えてくれててね。私をシェルターの寮母にしてくれるんだとさ。給料もいいし、世話焼きの私にはもってこいの仕事だ。困るどころかありがたいね。ありがたいって。前はあんなにブリーチジャパンを嫌ってただろう。以前は出てけ出てけって言うばかりのうるさい連中だと思ってたさ。
でも今回そっか、行動を示してくれてからちゃんと出してくれたんだよ。なんだかんだ言いながら浜子さんそれにちょっと信頼を寄せてるんだな。いや、若ですよ、その発案者。シェルターは青木亮ほら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 。なかなか大した男だよ。違う違う。私は見直したね。ちゃうねん。こんなこと言っちゃなんだが、選挙のため解の散総選挙らしいね。いや、間違いなくそうでしょ今度の衆院選が終わったらシェルターなんて知らん顔するかもしんねえぞ。そうだよ。うん、そうだよ。政治家がよく使う手だって。なんてこと言うんだ。あの人はそんな薄情な男じゃないよ。じゃあお前たちにうちの子たちを救えたかい？何にもできやしないいや、だろ。それはできないかもしれないけどさ。忙しいところをわざわざ偉人町まで足を運んでくれるんだよ。偉人町来てんの？キリオが今日偉人町に。小笠原さんの葬式に参列するためだ。あれかさっきの。どんなに忙しくっても仲間のためならスケジュールを縫って駆けつけてくれる。ちゃうねんちゃうねん。殺しの指示出してんの若でしょ。つべこべ言うんじゃないよ。若が偉人町にいや、ちょっと待って、これ若と接触のチャンス？聞くチャンスかもしれない。俺も堀之内との関係を知りてえしな。バカ。相手は時の人だぞ。そんな簡単に近づけるわけないだろう。そうだよね。葬式ほど簡単に潜り込める場所ないんだから。結構人いっぱいいたけどな、セレモニーホール。悪い、浜子さん。ゴミ出しは別の日でもいいかい？どうしたんだい急に。ちょいと野暮用を思い出しちまって。野暮用だね。若に会いに行くっていう野暮用ができちゃったもんな。早く来ておくれよ。お、悪いな。式場の場所わかるか？偉人町で葬式といえば中央通りにある斎場よ。そっか、さっき集まってたのは小笠原の葬式で集まってたやつなのか。早速行こうぜ。あー、若が来てる。若が来てる。あ、深海に住んでるおばあちゃん。こんばんは、初見じゃ来てくれてありがとう。トリちゃんさん来てくれてありがとう。初見です。よろしくお願いします。こちらこそ来てくれてありがとう。落ち葉鍋さんはこれ来てくれてありがとう。いや、ちょっとさ、ちょっとさ、お前らもちょっとさ、お前らもちょっとさ、よいしょー。いいね、ほとんど片付いた。じゃあ、よいしょ。おゆちーなんちゃん。一つ上の男。なっちゃったな。ペッパーミルクロー覚えた。やったね。いや、本当にすっかり浸水しちゃってさ、浜子さん。いや、まあなっちゃったらさ、ダメだよね。若がそんなことを、青木とトジがそんな風なこと思ってないよとか言ったところで、絶対信じてくれないもんな。いやでもお店の子全員辞めちゃったのか。そっか。浜子さんな。いやでもちょっと悪い方向にならないといいけど。成長できるとはな。そうなんだ、大丈夫かな。絶対騙されてるとは思うんだけど、なんか大きなことにならないといいけど。女の子とかさ、国籍ない子が多かったって言ってたから、ここだね。小笠原くん、あ、君と初めて出会った日のことを
今でも昨日のように思い出します。間に合ったい。ちょっと通してくれ。俺たちは3列じゃない。何、あなたたちもブリーチジャパンなの？いや違う。でも小笠原は知らねえ仲じゃねえんだよ。そうなんです。無理無理。拉致して拷問したんで、拷問じゃない、尋問したんで。ブリーチジャパンのみだよ。線香の一本くらいいいだろう。俺たちマスコミだって入れないんだ。おとなしくモニターで見るしかないよ。関係者以外は入れなくしちゃってるんだね。設けたのは小笠原君が最も力を入れていた町だからです。誰よりも君がリアルこの町の再生を見たかったはずだ。半年前横浜に家族で移り住み、家族いるのか小笠原。覚悟で町を変えようとしていた君の思いは私が誰よりも知っている。関西のおのぼりさんとか言ってたのに。町を慈しみ、町を愛し、町に根付くことで初めて町の一員となれる。だから自分は偉人町の住人になるといった君の言葉に私は強く感動した。学生時代の学友として同じ志を持ったハーバー仲ド大の間として、学友だもんね。そしてペラペラ喋っちゃったからな。君の親友として本当に無念だ。だが君が最も可愛がっていた後輩の久米君が君の夢を引き継ぎたいと名乗り出てくれた。君が命をかけて作った道を必死に歩こうとしている人間がいる。こんなに嬉しいことはないじゃないか。だから私も裏社会とか全く知らんでしょ久米君。押してあげようと思う。次の選挙私は久米君をこの選挙区で男にする。選挙出んの？うっそ。これは民事党幹事長としての決意ではない。小笠原君、君の親友としての決意だ。私はこの偉人町にかけた君の夢を必ず実現させる。それが叶う日まで。手を下した張本人がすげえこと言ってんな。天国で見守っていてください。めちゃくちゃすごい演技力じゃん、若。泣き演技までできるじゃん。こりゃみんな騙されるわけだ。普通は見れなそうだけどね、葬儀のね。ちょっと今回はあえて出したのかな。彼の死を無駄にしちゃいけないわ。立派なもんだ。立派って言われてる。一番辛いのは違う。青木さんだっての。うわー、騙されうわー、騙されて本当る。に小笠原殺しを青木が指示していたとしたらとんだ名演技よ。いや、本当だよ。久米を立候補させる気だ。泣き演技入りましたからね。おい、出てきたぞ。突撃できる？ SP ついてんな。行くぞ。いける？青木さん、久米氏に関しては正式な出馬表明と捉えていいんでしょうか？次の選挙、民事党の目標議席は？一言お願いします、青木さん。一言お願いします。どうか一言。総選挙への意気込みは？ちょっと押さないで。道を開けてください。はい、通してください。青木都知事。ダメだ、近づけねえ。先回りしよう。先回り？先回り？都知事が電車で来るはずね。そりゃそうだ。どっかに車止めてんだろ。そうだね。そりゃそうだが、偉人町なんて駐車場だらけだぞ。全部見て回る気か？ねえ、前に週刊誌で読んだんだけど、マスコミに追われてる有名人って地下パーキングを使うんだって。追っ手を巻きやすい。なるほど。
本当かよ。地下駐あったっけ？この近くに地下駐は。でっかいのがあるわよ。川沿いに入り口があるわ。よし、行ってみようぜ。地下駐、ああ、スナック街の方か？あ、ここだ。地下駐。いや、ほんと死人に口。いやー、まあちょっと、小笠原くんも悪いけどさ、ペランペラン、ペランペランのペランペランだったからな。あ、ここだ。本日使用できません。あ、確実にいるね。どういうこと？どっちが地下駐を貸し切りにしてることに違いない。どうする？このままじゃ都知事には会えねえぞ。どっか他に駐車場に繋がってるエレベーターはねえのか？あるとは思うけど、この調子じゃきっと全部封鎖されてるわよ。あいつらでも気づかない。隠しエレベーターでもない限りは無理ね。隠しエレベーター。あ、あるぞあるぞ。お、平時の経験ですか？マジか。本当かよ、足立さん。何年か前にえらく酔っ払っちまって気づいたらどっかのビルのエレベーターに乗ってたんだよ。酔っ払いの知識か。かっこ悪い。そんでエレベーターの扉が開くと目の前は地下駐だったんだ。あのエレベーターならあいつらも見落としてるかもしれねえな。すげえじゃねえか。で、そのエレベーターはどこに？あれは、確か。ダメだ。さっぱり覚えてね。この野郎。いや、あの野郎。なんでだよ。そこが今重要なんじゃねえか。仕方ねえだろ、酔っ払ってたんだから。だから酔っ払ってたってことは飲み屋があるビルってことか。駐車場は川沿いの地下にあるから、おそらくそのビルも川から遠くないところにあるはずよ。川の近くの飲み屋があるビル。結構絞れそうだな。よし、探そうぜ。まあ、じゃあスナック街か。危なかった。危なかった。引かれそうだった。近江連合さ、久美ちゃんどこまで。だって一回さ、コミチュルにさ、行った時にさ、なんかグレーだとは思いましたけど、みたいなさ、感じでよく分かってなかったけどね。近江連合のこと。サウルさん、こんばんは。来てくれてありがとう。はい、キエンザン。はい、追い打ち。あ、珍しい。珍しい。あいつ大体失敗するのに。私の番ですね。ちゃんとタン様は MP 回復して、これで1番は倒せちゃうかな。こいつだけ全くダメージが入ってないから。あ、やっぱペッパーミルブロ強いっすね。普通の攻撃でいけるかな。あ、微妙に足りない。あー、風強くなれましたね。また強くなっちまったか。またいい女になっちゃった。風で倒しちゃった。あ、やっぱあそこだ。スナック街の。あ、サラリーマン系来た。超能力者ってすげえうさんくさいやついるんだけど。めちゃくちゃうさんくさいやついる。マリック的な感じかな。こいつ若干ムナンチョヘペトナスぐらいの怪しさはあるけど、インチキ実業家と
ゾブ力者ってもうこれただのインチキ商売じゃん。ただのインチキ商売の2人なのよ。これで逃げるなら今のうちだぞ。よいしょ。じゃあハン様はMP 回復して一番もまあこれではい風でお亡くなりになりかわいそすぎるあいどこどこあ、こっちだな。どここの辺か違うな。もうちょっとこっちだな。どこだいあ、いたいた出かけがちな猫やっと見つけたぜ。出かけてこんなとこまで行っちゃったの。よし。猫の声はもう聞き逃せられないよ。よし。勝てると思ってるよ。よいしょ。アイスを。ちょっと固まってくれてるときはもうこれが。あ、でもそんなに当たらなかったな。まあでも傷だらけのほほ俺の番。やってやるぞ。ほら来いよ。絶妙な感じだなあ。悪徳ガードマン巻き込めないか。しょうがないね。じゃあこいつを混乱状態にならない。かかってきなさい。よし。じゃあこれ聞いちゃおうかな。今のうちだぞ。ハッピーバースデーいやほんとでちょっとあれだから爆弾着火の被害が怖いから倒しておこうね。もう一回方角占い。よし、アン様はちょっとおうち俺の番。おうちせっかく来たからまたいらっしゃいハませ。ンマーライトに壊したお詫びを兼ねて2つぐらい飲んどこうかな。いただきます。乾杯。さっちゃんともう今年も終わるわね。今年も目標達成できずに終わりそうだぜ。目標なんて立ててんのかよ。何立てたのなんちゃん。おうよ。宝くじ買って億万長者になる立派な目標があったんだ。まあその宝くじを買う金がなくてそもそもじゃん今年もなりそうにないけどな。買うところからやってくれよ。と現実的な目標を立てましょうハよ。ン様そういうお前はどんな目標があんだよ。私は体脂肪率を 5% にすることです。すごっ。そして無事達成しましたよ。すごっすげえドヤ顔じゃん。おめでとう。ちょっともう少し私に興味を持ってくださいよ。簡単なことではないのですよ。人間はどこまで絞ることができるのか。あ、マイケルナイトさん来てくれてありがとう。足立さんはどうなんだい？なんか目標決めてんのか？目標決めてる？まあな。
尿酸値を下げるだ。はだから尿酸値だよ。去年健康診断で引っかかってな。しばらくビールも控えて頑張ってたんだぜ。リアルだまあ今な。年の診断結果をもらう前に無職になっちまったから達成できたかはわからないんだよな。確かに。では足立さんも南波さんと同じく目標未達ということで。さらりと言うな。こいつと一緒にすんな。達成してるかもしれねえだろう。まあそうかもな。じゃあ勝手に健康を維持してくださいな。すいません、ビール追加で。あ、私も。あ、絆ドラマ見に行こうかな。俺も。私にも。お前ら性格悪すぎんだろ。足立さんに。ママ、俺にもビール追加。これも未達ですね。目標達成は無理そうね。おもろー。ごちそうさまでした。なんかハン様に。ありがとうございました。ハン様とさ、足立さんにさ、対しての当たり強くない？ねえ。ねえ、一番、あれ見て。エレベーター。お、地下中行き。おお、そうだよ、これだよ、これ。まだ動いてそうだな。早速乗り込もうぜ。よし、行くぞ。ここはそうだね、建物の中の、だから、地下中行けるだけで地下中用のじゃないんだもんね、地上のね。SP いんな。わかった。こっちはすぐに発信できるようにしておく。あの車に。エンジンをかけろ。間もなく都知事が戻られるぞ。先回りできてる。ナイスだぜ、さっちゃん。いや、本当に。ああ、いる。いる。タイミングで行く？行くぞ。あ、今行く？突撃！おい、なんだお前ら。お前らここで何してる？通してくれよ。都知事と話がして。ダメだ、下がれ。限界態勢、不審者だ。知事、こちらへ。気づいたかな？ちょっと見てたけど。俺たちは不審者じゃねえ。勝手に決めつけんなよ。一番のこと気づいたかな？お前らマスコミじゃないだろ。都知事のファンだよ。握手するだけだって。ね？ダメだ。どうしてもダメだ。ちょっとだけだから。あかん言うたらあかんのや。お、関西弁。あんたら関西の人ってか。せやったらなんや。近江かな？近江連合の SP ってことかな？つまり近江だな。ああ、否定しねえのか。都知事の警備が近江連合のヤクザだ。驚きだね。驚きだね。アホ抜かせ。わしらは警備会社の民間人や。関西弁やからって全員が近江連合なわけないやろ。勝手に決めつけんなや。ほう、よく言うぜ。俺たちのことは不審者だって決めつけたくせによ。お前はどう見たって。まあここはレスバー強いっすな、一番。なあお前らおとなしくそこをどけ。お、足立さん。さもないと動くな。おいおい。あ、足立さん、緩和かけたね。火借りてえだけなんだが。なんでそんなの持ってんのかな？民間人の警備会社が。民間の警備会社がそんなもんなんで持ってんだ。くそ、はめやがったな。まんまと勝手にハマっただけじゃないですか。このまま弾くだけ。安全装置外れてねえぞ。おかっ足立さん。嘘だよ、ど素人め。かっこさすが。なめやがってクソが。いたまえ、こいつら血祭りや。
安全装置のところはメタルギアソリッドのスネークのセリフね。そっか大塚さん。大塚さんだからか。面白い。とりあえず一回氷。あ、まあまあ、まあまあ。あ、危ない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 。はい。危ない危ない。さあ、誰呼ぼうかな。あんまり出番ないから、ちょっと SP からお金徴収しようか。お金持ってんやろ、近江連合だったら。めぐみ困ってる春日さんにすげえすげえ技かわいい天使だすごーい天使だ心打たれてお亡くなりになった人いたな。じゃあちょっと占いしとくね。占いという名の占いという名のボーリング。足立さんすごい久しぶりにタイル姿見た。だいにさだんだんさおめでとう。じゃあペッパーミルクローやっとこうかな。隠し味いい。じゃあ最後何で倒そうかな。ボールは友達。一つ上の男いいじゃない。あ、違った成長を感じます。あ、いっちゃう若待て。足立さん大丈夫か。足立さん銃を取るところはさ、コミジュルに行った時孫妃の銃を取る時もかっこよかったよね。あ、戻ってきた。赤赤何してるんだお前たち。これは知事。お前たちは暴漢と市民の区別もつかないのか。けしからんぞ。いえはい申し訳ございません。お怪我はありませんか。気づいてない。私の警備がとんだ勘違いをしてしまったようで、バックミラー越しに事態が見えたもので慌てて戻ってまいりました。一番いやでもこの気づいてるよな、この顔は。今夜乙姫ランドに一人で来い。俺も一人で行く。あ、気づいお怪我がなくて本当によかった。この度は本当に申し訳ございませんでした。警備の者たちはしっかりと教育をしておきますので、何卒ご容赦ください。こんなバカ知らないでしょ一番。次の予定がありますので、ここで失礼いたします。
乙姫ランドに一人で来いって言われた。なあ。何言ってたんだ、青木は。あ今夜、乙姫ランドで会う。青木から誘ってきたのか？あ、ただ差しで会うことが条件みたいだ。向こうが一人だ、俺も一人で行く。そんなの信頼できるの？ま、普通に考えりゃ罠なんだけど。そこを疑ってちゃ、拉致が開かねえよ。せっかく掴んだチャンスなんだ。つまり、行っちゃうってことだよな。もちろんだ。ねじゃあせめて私たちが近くに隠れててさ、何かあればすぐに助けに行けるようにしようよ。いや、気持ちはありがてえが必要ね。どうして若が一人で来る可能性だってある？ない。待った。そんなの考えづれえよ。あいつが計算尽くしでやってきた様子は散々見てきただろ？かもな。でももし若が一人で来たとき、その時俺はとんでもねえブサイクな男になっちまう。そんなのは嫌なんだよ。まあ一番はそういう男だよな。一番。こいつはこういう顔になっちまったらもう気持ちは変わんねえぞ。おい、だったら準備は万端にしておけ。幸い夜までまだ時間がある。でもちょっと若と二人で会えるのかの前にちょっとサバイバー行きます。若と二人で会えるのか。うわー、どんな顔して会うんだろう。誰から見よっか。じゃあ、なっちゃんの先見よっか。水江ちゃんがさ、お金じゃない。薬盗んで横流ししてたのを肩代わりして、クビになっちゃったところだよね。すまねえ。今から買い出しに行かなきゃならなくなってよ。買い出し？マスターに付けの支払いを待ってくれって言ったら、交換条件で買い出しを命令されてまってな。そういうことか。めんどくせえ。いや、それは払えよ。支払いを待ってくれるんなら安いもんじゃねえか。本当だよ。まあな。じゃあ、ちょっくら行ってくるからよ。気をつけてな。この年になってお使いか。俺も落ちぶれたもんだ。ツケを払え。だったらツケを払え。そういえばダンバが看護師をクビになった理由は後輩看護師水江ちゃんの罪をかぶったためだったな。ダンバは海外に旅立つ水江ちゃんを見送りたいらしいけど、旅立ちの日にちもわからないんだよな。まあ水江ちゃんがどんなナンバに水江ちゃんの見送りをさせてやりたい。そう思ってるんだろう。マスターが入ってマスター？なんでその話を？客同士の話には口を挟まないのがモットーだが、時には例外も。いや、なんか久しぶりにマスターが入ってくるの嬉しい。ナンバが俺に打ち明けた時、マスターも聞いてたんですか？盗み聞きの趣味はね、偶然カウンターから聞こえちまっただけだ。ナンバの話に思い当たる節があってな。そうなんだ。思い当たる節？俺がたまに顔を出すスナックがあるんだが、そこに最近新しいホステスが入ったんだ。名前は双葉と言ったかな。それがどうナンバと関係が？その双葉ってのは最近まで看護師だったらしい。それで看護師時代のあれこれを話してたんだが、その中に病院で起きた薬の盗難事件ってのがあってな。ナンバのこと。警察の捜査が入る直前に男性看護師が横流しを自供してクビになった。ナンバじゃん。それってもしかして？いや、そうでしょう。はないが、ナンバのことかもしれない。99% そうでしょう。双葉は最近までナンバと同じ病院で働いてたってことになる。確かに。だとしたら知ってるかも。渡航の日も知ってるかもしれないだろう。そっか。そのことをナンバには？いや、話していない。本人が言ってただろう。そうだね。横流し犯の汚名がある以上、元同僚には知ってるってことだもんね。だけどな、お前が双葉から聞き出すことができればどうだ？ワンチャンある。なるほど。
マスター、ナイスアシストだぜ。ただし双葉から渡航日を聞き出すことは難波に内緒にしておけよ。はい、俺たちが勝手に双葉に会ったと知れば難波はいい気がしないっすからね。さっきスナックに電話して双葉をよこすようママに頼んでマスター、もうすぐ来るはずだ。ここに双葉が？だから難波を買い出しに行かせたんですね。マスター、つくづくナイスアシスト。ただしバーテンができることは客同士をつなぐアシストまでだ。あとはおめえに任せるぜ。バッチリゴールを決めてみせますよ。さすが。なんかママからここに行くようにって言われたんですけど。双葉さんかい？そうだけど、あんた誰？ちょいと聞きてえ話があったな。だるそうな女が来たな。座ってくれよ。さっさと終わらせてくれます？今日はスナックが休みだからパチンコに行きたいの。パチカスか。小耳に挟んだんだが、あんた元看護師だったんだってな。看護師感ゼロだな今の女。同僚が薬の横流しでクビになったとかって、男の看護師の名前覚えてるか？覚えてないわよ、名前なんて。思い出してくれよ。俺の友達かもしれねえんだ。そうだね。覚えてないって言ってるでしょ。ね、ネクラ。メガネかけたネクラな男よ。そりゃ難波だ。ああ、そんな名前だったかもね。100% になったな。もしもーし。マジで確変ななれちゃう？すぐ行くからその台押さえといて。パチカス。待ってくれ。同じ病院に水江ちゃんって看護師もいただろ。その子が。うるさい、それどころじゃないの私。おい、確変なられんちゃん。お、なんだもう帰ってきたのか。早いな。いや、マスターから渡された買い出しメモを忘れてな。お前さ、取りに戻ったんだ。何しに行ったんだよ。今ここから誰か出ていかなかったか？え？後ろ姿しか見えなかったけど、女の人が飛び出していった。あ、パチカスの女が。さあ、見間違いじゃないのか？どれも言いやしねえよ。なあ、マスター。あ？おう。下手すぎる。なんかお前ら様子がおかしいぞ。下手すぎる。バカ言え。そんなことは。もしかしてお前ら、俺に内緒で誕生パーティーを企画してたんだろう。こっちもバカだった。すぐ俺の誕生日だろ。そうなの？だからマスターとサプライズパーティーの計画を立ててたんだろう。バカでよかった。あっちゃー、バレちまったか。やっぱりそうだったか。お前はそういう粋なことをしてくれると思ってたよ。やった。で、どんなパーティーを計画してんだ？ちょっとだけ教えてくれよ。パイ投げ、カクテルパーティー、秘密。いやーもうどれ選んでもいいわ。そいつは秘密だよ。内緒だよね。ここちょっとだけって話だよ。なあ、教えてくれよ。教えてもいいけど、誕生日の日のドキドキがなくサプライズなんですから。それはそうだが、空腹は最高のスパイスっていうように、サプライズにとって最高のスパイスは秘密だよ。難波には思い出に残る誕生日にしてほしいからよ。わかった。じゃあ我慢して聞かないようにするよ。なあ、楽しみにお、しててくれよ。うまくごまかしたね一番。なんとかごまかせたな。控え、誕生日のハードルも上がっちまったが、まあなんとかなるだろう。よかったね。双葉が難波と同じ病院で働いていたのは分かった。だから水江ちゃんの渡航日は聞き出せなかったな。近いうちに再び双葉に会う。よし、買い出しから帰ってきたら一杯飲もうぜ。ねえ、待ってるぜ。だけど今度は財布を忘れたなんてお家はやめてくれよ。あ、そういや財布も忘れてたな。お前何しに行ったの？お使いもまともにできないじゃんか、ナンバー。なんちゃん、頼むで。あ、なんちゃんホストになれるね。じゃあ次。どうしよう。
超初めてだから超聞こうか。どんな話してくれんだろよー、やっほー、春日くん。こんの野郎、もうすっかり馴染んでやがんな、超。ああ、酒はやっぱボディーガードなしで飲む方がうまいや。そっか、今までボディーガードついてたのか。総帥だもんね。なるほど。その辺はさすがにハンピンリューマンの元総帥か。俺の場合は生まれながらのね。そこらの人とはちょっと苦労してるとこがもう違う。生まれながらにして総帥座がドリ息子の愚痴ね。決まってたのか。酒の魚には良さそうだ。人の人生をおつまみ扱い。まあ春日くんも苦労人だしいっか。いいんだ。確かお前の親父さんがハンピンリューマンの先代だったっけ、今はどうしてんだい？引退してから何年かして死んだよ。誰かに撃たれたり刺されもせずベッドの上で。そいつは良かったってことになるのかな。複雑だな。ギャングのボスだった割にはね。四六時中誰かに襲われないか警戒してたけど。あ、引退後も警戒はしてたんだ。あんまり羨ましい人生じゃないよ。俺だって別になりたくて総帥になったわけじゃない。多分馬淵なんかの方が組織のボスには向いてた、あいつが嘘。馬淵ラオマか。あ、馬淵の話してくれんの？そういやお前、あいつのことどうした？近江と手組んでたとこぶっ倒して。そう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 。っきり見てねえけど。もうお出番ない。ハンピンリューマンが裏切り者にするお仕置きといえばまんじゅうの具にしちゃうんだよ。は？おい、じゃあ一回言われたことあるね、一番もね。嘘だろ？ハンピーリューマンに行った時に。どうかね。俺がそんなことする人間に見える？人殺しでも見捨てはしない。お前はそんな人間じゃねえ。見た目では人を判断しない。あ、一番見た目では人を判断しないようにしてるんでね。お前は一番だ、こいそうだなって。いや、まんじゅうになんてするわけないでしょ。冗談だろって笑ってほしかったよ。けどよ、あいつはお前のことを拷問もしたろ。そうだよ、お金取ろうとしてたもんね。殺すのが妥当っつうか。まあけじめはつけない。まんじゅうにはしてないけど殺してないとも言ってないよ。あ、じゃあやっぱり殺したのか。優しいね、春日くんは。馬淵のこと心配してあげてんだ。いや、俺には別どうにでもいいけど。殺されてめでたいと思う人間なんていねえよ。別に馬淵くん。でも馬淵には野々宮ってソープの店長を殺された行方別にどうででしょ。も。なあ、だから理想としちゃ馬淵を半殺しにしてその後殺に突き出してやりたかった。ところが半殺しにしたとこへ近江の幹部たちが来た。それで馬淵のことは忘れちゃってた。忘れちゃってた。お前だいぶ忘れちゃってた。本当に馬淵を殺したのか。今和歌のことで頭がいっぱいだからな。結論から言うとだね、実は殺してない。そうか。どうしたんだろう、馬淵。まだなんかそん近江なに行こうと気はしてた。してるのかな。なんで？なんつうかお前はさ、変なこだわりみてえなのあんま感じねえんだい。組織がこうでなきゃいけねえってよりは部下の手前ボスらしくしてただけっつうか。なんか組織の掟みたいな失礼なのは。こと言ってるよ、春日くん。でも実際馬淵のことはなんかそんな感じはするね。お前は多分閉じ込めたり拷問とかもしてない。コミジルとかもさ、松尾が殺されたのとかもそうだったけど、孫輝とかもちょっとね、そんな感じじゃないし。狭い土地で生きてきた仲間同士だからね。その命取るほどのことなんてまずないんだよ。とはいえ今ハンピンリューマンは孫妃の預かりじゃん。彼女は馬淵から見たらけじめをつけなきゃならない立場だ。そうだね。コミジルは家焼かれちゃってるもん馬淵のね。陰謀で家を焼かれているし、それを閉めるとなったらもう殺すしかないよね。かもな。だからその前に馬淵には俺が行って偉人帳を出て行かせたんだ。
町を追放するだけで済ませてやったってことか。そういうことか。マブチについていった手下たちも何人かいたけど、偉人帳に戻る気があるやつは許してあげた。優しい。つまり一旦リセット、全部チャラ。優しい。孫妃もそれで了解してくれてる。寛大なこって。悪名高い偉人さんが丸くなったもんだな。マブチはハンピン・リューマンの稼ぎ頭で功労者だったしさ。まあそっか、貿易で稼いでたもんね。組織に内緒の仕事で溜め込んでもいたけど。偽札な。そういうの知ってたのに見て見ぬふりしてたわけか。親父の代からいた古参の幹部たちは怒ってたよ。マブチは組織の掟をないがしろにしているってね。でも偉人帳は日本でも屈指のグレーゾーンだよ。なら少しくらいのズルは多めに見なきゃ。そういうことなんだな。なるほど。言えてるな。じゃあどこかで元気してるであろうマブチに。いや、乾杯といこうか。別にあんなやつどうだっていいけど。まあいいさ。寛大な元総帥に免じて付き合うよ。いや、なんかだから孫妃とかもそうだけど、今のトップって感じなんだな。なるほどね。いや、今んとこちょっとなんか、水江ちゃんの話でさ、なんか、リカバーしたと思った南波の、あれがちょっとまたあれだな。じゃあ、ハン様、行きましょう。ハン様は影武者のね、話を聞いたりとかしてたね。一人で飲んでんなら付き合うぜ。そうですか。まあ特に断る理由はありません。どうぞ。こういうバーいいなぁ。一応お耳に入れておきたいことがあります。なんでしょう。なんだよ。コミジュルの者から連絡がありましたね。どうも私のことを嗅ぎ回っている人間がいます。ハン様を？どこからか偉人帳に反順義がいると。ああ、なるほど。それってどういうこと？人言派の生き残りとか？まだ詳しい情報はありません。今はただ不審なものがいるとしか言えない段階です。順義を追いかけられる。とはいえ彼らが私に敵意を持ってこの町へ来たんだとしたら、春日さんたちも私のそばにいることで何かしら巻き添えになってしまうかもしれない。いや、もう気にしない気にしない。教えてくれてありがとう。助け合うのが仲間だろう。巻き添えになって結構さ。いや、一番はこうでしょう。仲間だろ。仲間だからこそ迷惑をかけたくないものです。バカ野郎。仲間なら迷惑かけてなんぼだろ。これが一番よ。かけられる迷惑なら大歓迎さ。不審者でも何でも来いってんだい。あれなのかな、ね、ハン様。嫌いじゃないですよ。本物のハン様じゃなくて偽物のハン様がいるって思ってるやつが探したりするのかな。その不審者は何者なんだい？確たる根拠はありません。あ、やっぱりほら、人軍派の残党これまで狙う人っていない気がするんだよな。登場会とかも今なくなっちゃってるからさ、わざわざハン様を探すようなことはしないだろうし。彼らにしてみれば死んだはずのボスを影武者の私が語っているのです。それを許せないと考えたのかもしれません。その場合、彼らの目的は私への制裁です。制裁って？私を殺そうとしている可能性もある。ならよ、もう反順義じゃないって素直に影武者やめりゃ済むんじゃねえか。かもしれませんね。だいたいいつまでも別人で居続けんのってどうなんだよ。人間ありのままが一番ってもんだろ。もう名前も顔も元のやつに戻しちゃえよ。顔はそう簡単にね。名前はともかく顔はそう簡単に整形手術しちゃってるわけだからね、ハンさんは。それに不審者の侵入はまだ詳しい情報待ちです。慌ててアクションを起こさずとも大丈夫でしょう。あんたがそう言うならそれでもいい、けど油断してたとこを襲われてやっぱ備えときゃよかったとなりゃ恥ずかしいよな。なるほど。確かにな。来るの分かってて不意打ち食らっちゃったら恥ずかしいな。
少しは人の話も聞いたってよかねえか。そんなに褒めないでください。照れますよ。褒めてねえ。褒めてねえよ。いやー、楽しいね。ってことで、サバイバーに来たから、神様はね、歌はないんですけど、俺の出番だな。ある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 。2つある。これが超この曲上がり地獄で鍋パーティー。やばい、面白い曲来ちゃったー。あ、間違えた。むずっ。何この歌。くだらない人類が食材さ。クソ肉を取らだけど、お前はまさに今夜のメインディッシュ。間違える。歌詞が見る。歌詞見たいのに歌詞見れない。取れた。やばい。誰だ。頭取れた。ダメだダメだ。ちょっと待って、難しいんだこれ。ダメだ。面白い面白いよ。面白いじゃん。やめてくれよ。面白いと思っちゃって。面白すぎるでしょ。これさ、もう一個あったのはさ、俺の出番だな。これ誰？1番も歌ってる。1番にも歌わせよう。地獄で鍋パーティー。1番にも歌わせよう。老人形にしてやろうかのパロッカ。面白い。悪魔の地獄鍋はくだらぬ人類が食材さ。揚げ揚げですね。揚げ揚げですねって言われたエリさんに。まさに今夜のメインディッシュ。白菜おネギ豚バラ。ちょっと一回蝶の聞いたから再生できたわ。嘘全然再生できてない。面白い。このシーンやっぱ面白いわ。ダメだ。闇がでも絶望するくらい暗く深い鍋底地獄鍋パーティーだ。ここゆっくり見れる。
あー、ネギでドラムってんのはもう完全にさ、完全にさ、ゴールデンボンバーじゃん。一番うますぎるだろ。あー、でも、和田さんには追いつけなかったわ。楽しかった。楽しかった。いらっしゃい。これと、玉ねぎが足りないのか。楽しかった。世紀末とかキスとか、いや、ほんとそれだよね。で、ちょっと歌は、歌がさ、老人形っぽいからさ、ちょっとあれだね。世紀末的な感じだね。さて、ちょっともう、会いに行っちゃおっかな。乙姫ランド行っちゃおっかな。いや、ちょっと、遊んじゃったけどさ、遊んじゃったけど、微妙だな、これは。しまった。でもいける。よしよしよし、巻き込んだ。よいしょ。食べに行きましょう。ちょっと一番に。ハッピーバースデー。活躍しちゃうよ。よいしょ。やんのか。やるぜ。はい。ハン様。ちょっと MP ないから。いらっしゃいませ。ちょっとハン様。あと飲んでないのどれだ？これかな？いや、日本風のクッパ。これもなかなか美味しい。クッパ。だろう？本場とはまた違うが、これはこれでうまいんだよ。なるほど。素敵なアレンジです。作っていらっしゃる人の腕がいいから。褒めるね。どうした？ここはコミジュルと一悶着があったお店でしたね。わかります？ああ、そうだったな。ガラス割れたままだけど。あの件について我々に非があることは自覚しています。一度きちんとこちらの店主にお詫びを。いや、あの件は一件落着したしよ。今さらその話をほじくり返すのも野暮ってもんじゃねえかな。それよりもよ、スナック街の人たちが安心して暮らせるように、俺らは俺らのできることを頑張ろうぜ。謝ったとってってなっちゃう場合もあるからな。そうですね。その通りです。とりあえずはこうやってこの店で飲み食いして盗んだ電気分を返していけばいいんじゃねえのか。そうだね。そうやって今なんとかかここに足を。それだけではいつ返しきれるかわかりません。私、時間のある時に自転車を漕いで発電しようかと。そこ自家発電なの？直接電気で返すスタイル？それこそいつになるんだよ。アナログだな。ハン様。ありがとうございました。ハン様急に IQ 下げてくるな。乙姫ランドにちょっと前に行って、どこまで教えてくれるのかな。
どこまで教えてくれるかな。バカ。ここで持ってきたら買っちゃおうかな。何か言いたいことが私の番です。よし。氷は、はい、よいしょー。で、紀元山やっといて、こいつ、ギターフラッシュくらいで減らしておこう。はい。はい、はい、うち。よし、あとは殴って終わりですね。はい。あ。ヒメランド。下から行った方がいいか。あ。よいしょ。あ、待って、ここってさ、あ、ちょっとゲーセンやってかねえか。気晴らししたい気分なんだ。ゲームか。ちょっと苦い思い出があるんだよね。ルールに厳しい家だったから。厳しい家だったんだ。1日1時間を守らないといけなくて。1時間か短いな。超えるとゲーム機ごと清流島で真っ二つっす。怖っ。さすが半品ゲーマーの方だ。清流島。ゲーム禁止にされちゃったんだけど、やっぱり遊びたいじゃない？だから見つからないようにこっそり隠れて遊んでいたんだけど、ビジュアルメモリの電池が切れてドリキャスピーってなってしまって。ドリームキャストをやってたんだ。ドリキャス。あれが人生最大の修羅場だったよ。かなり鍛えられた。で、何の話だっけ？いや、なんでもない。先を急ごうぜ。ドリキャス。ここにさ、ロボ部長とロボ課長あんだよね。これ。あ、でも。あ、こっちにあるのか。あ、でもちょっと時間かかるからな。裏でやりますか。あー、これは見逃せないぜ。ドリームキャストなの笑うな。あ、ちなみにここまで来たから、今、ジョブランク11。あー、12で、そっか、もうちょっと鍛えてもいいな。キャッチャーも12になった。足立さん。足立さんも12。ついでに、ここまで来たから、ちょっとジョブチェンしてこっかな。よいしょ。リリカちゃん。何か。あ、リリカちゃん。ちょっと楽しみにして、話したことなかった、そういえば。そうか。リリカちゃんはパンジーが好きなんだな。そうですね。綺麗な花だなと思います。パンジーの話すまず喜んでくれるかもしれないな。あ、1個持ってる。リリカちゃん。これ。ありがとうございます。私にですか？ありがとうございます。いつも世話になってるからな。これからもよろしく頼むぜ。リリカちゃんとの距離が近づいた気がするぜ。気に入ってもらえてよかった。こういう感じなんだね。ちなみにメンタルレベルが上げないといけないんだね。ハン様、ホスト。ちょっと似合うんだよな。じゃあ。でもかっこいいけど、ちょっとイメージと違うな。ダンサーにしよう。ダンサーはやっぱアッキーかな。で、あと12。さっちゃん。姉子これかっこいいんだよね。ちょっと武器が弱いけど、さっちゃんしばらく控えだから、このままにしようか。
で、ちょっと、アイドルにして、田山。こちらはご紹介できかねます。悪だ。さっちゃん、さっちゃんのナイトクイーンは割と、似合ってんなと思ったけど、エリちゃんのナイトクイーン結構、結構あれだな。応援しています。で、あ、ほら、やっぱちょっと、足技のアッキーだから、あったあった。これと、でね、姉子のね、これもね、買っといたんだ。あ、で、さっちゃんのこれを、さっちゃんのこれを、ハン様に、しよう。ハン様、あれを、覚えたら、よし。全体的に当たる、くるくる回るやつがあるから、あれをいっぱい使ってもらおう。で、目的地は、乙姫ランド。あ、ちなみに、何もなーし。よし。私の番です。逃げるなら今のうちだぜ。飲食職業。レベル32っていうのがいるんだな。札束ピーターぐらいやってみようか。これでどれぐらい入るか。あ、でも結構。ソーサーディスカス。あ、これは絶妙に。避けてったな、あいつ。危ない、発砲。おい、打ち。ちょっと、ランタンといえばやっぱりさ、真島さんとさ、桐生さんではあるんだけどさ、足技といえばアッキーだからね。俺の番ね。よし、ボールは友達。私の番です。出ると思ってるよいしょ。おいうち。テンション上がりますね。テンション上がりますね。テンション上がりますね。さあ。やった、乙姫ランド。いやー、ちょっとドキドキするなー。めちゃくちゃドキドキする。行くか。もう行くのか。何があるか分からねえぞ。準備は大丈夫か。おう。それじゃ、若に会いに行ってくる。ねマジで気をつけてね。なあ。もしも怪しい気配を感じたらすぐに逃げるんだぞ。ドキドキするよ。ドキドキするよ。ドキドキするよ。まだ来てないのかな。
あ、若だ。若。こんなところで生まれたんだな、お前は。あお久しぶりです、若。会いたかったんだろう、俺に。お前の聞きたいことなら分かってるさ。どうして俺が名前まで変えて政治家になったのか。どうして俺が登場界の壊滅に加担したのか。あとこの体も気になるか。うん、気になる。昔は車椅子だったもんな。全部答えてくれるんですか？ああ。病気はアメリカで治した。そっか。肺の移植手術を受けてな。知ってるか？向こうじゃ移植の順番が金で買えるんだ。若も胸に傷があるんだな。だがどんなに金があってもヤクザの息子じゃそれさえ難しいんだ。そのために名前変えたんですか？そういうこと？手術のためだけじゃねえ。荒川真澄の息子として生まれたこと、病気のせいで青春時代を人並みに謳歌できなかったこと、そういう人生そのものを書き換えるために名前を変える必要があったんだよ。いいと思ってなかったもんね、ヤクザに対してね。その結果、今じゃ都知事と幹事長を兼任する政治家になれた。いや、だからすごいよね、それも。やろうと思ってなりたいって言ってなれるもんじゃないもんね。おめでとうございますの一言も言ってくれないのか？複雑だな。素直に言えないんですよね。政治家になるってのはそんなに嬉しいもんなんですか？政治ってのはいいもんさ。ヤクザみたいに暴力で支配するわけじゃない。法律に準じて人々の暮らしを良くする。おかげで多くの人間から感謝されてるよ。小笠原を殺しましたよね。今度ね。はあ。リスクマネージメントさ。うわどういう意味ですか？だってあいつは長寿で泣いた男とは思えない。ブリーチジャパンや俺の内情をベラベラと喋ったんだろう。喋りました。あいつはそういう男さ。喋り尽くしました。一言も喋ってませんなんて言ってたけど目を見りゃわかるよ。だから処分した。本当かどうか確認もしねえで、なんでそんなに簡単に殺せるんですか？じゃあ聞くが、あいつは本当に何も喋らなかったのか？どうだ？ベラベラ喋りましたよ。ほら見ろ。ベラベラのベラベラでしたよ。リスクマネージメントというのはそういう危険を事前に。でも一緒にブリーチジャパンを立ち上げた仲間なんでしょう。それをためらわずに切れるかどうかがトップに求められる決断力さ。親父だってそうだっただろう。ガキの頃から面倒見てたお前にあっさりと身代わり出頭を突きつけた。親さんは俺を切ったわけじゃありません。あの時荒川組を守るためには俺が出頭するしかなかったんです。荒川組を守る？沢城の頭が殺した鈴森って男は東上会の直系組員でした。そうだったね。もしも頭がパクられることになったら荒川組が三次団体で隠したのを荒川組はけじめをつけさせられますから。お前が身代わりになんなくたって沢城はパクられなかったさ。なんで？それ誰にもわからないっすよ。いやわかる。なぜなら沢城は鈴森を殺してないんだから。そういえばお前と最後に会ったのもあの晩だったな。あ、覚えてるか？大晦日に行ったカムロ町のクラブ。若が勘違いした。若、彼女さんの誕生日で。あの夜は散々だったな。彼女だと思ってたのは若だけだったっていう。若。あの続きってこと？いつからそこに？うわー、こん時の若だよ。久しぶりに見た。若。
おう。用足しは済んだのか。この時にさ、ドーピングの薬切れかけてたんだよな、きっとな。ちょっと辛そうだもんね。俺は帰るから、それで払っとけ。ドーピング切れかけてたんだよな。余ったら血服時にでも使え。結構、前にさ、ブラセみたいなのさ、ほら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 、やっぱドーピング切れかけてたんだ。いや、ちょっとさ、一番連れてきたらよかったじゃん。若。大丈夫ですか？うるせえ。触んな。行こうぜ。どうせ酔っ払いだ。何あれ？具合でも悪いのか？いや、具合悪いよ。見るんじゃねえ。見るんじゃねいや、カムロ町だな。これ誰か手差し伸べてたら間違ったんだろうな、バカ。あバカが乗ってた車椅子。バカ、こんなことになってたんだ。ことになってたんだ。ほんと、マラさん来てくれてありがとう。これは一番視点じゃないもんね。一番この後会ってないもんね。起きろや。こんなとこで寝てんじゃねえよ。酔っ払いが。なんだてめえ。ここはうちの組のビルだ。ああ。とっとと出ていけ。ヤクザが入ってる。ヤクザか。赤下組。社会のゴミが。なんだとてめえ。いや本当にでももう荒川真澄の息子でヤクザの子供に生まれたことがもう本当にトラウマというかあれなんだな。いい度胸してんじゃねえ。どっから来たおのぼりさんか知らねえが、カムロ町の怖さをたっぷり教えてやるよ。わ、そんなん持ってんの？だって言ったことぎでしょ？どこで買ったんだ？田舎のおもちゃ屋か？あ？おもちゃだと思ってんのか。本物なら撃ってみろよ。そっか、じゃあだからこれが鈴森か。どうした？ほら、さっさと引き金引いてみろってんだよ。ハッピーニューイヤーとともに発砲？見せかけの偽物じゃな。二度とでけえ面すんじゃねえぞ。半端もんのくせ。一番公園でビール飲んでたのに。いい加減に。ハッピーニューイヤーってやってる時にさあしろ。俺やっちまった。白で電話かけてたんだ。殺しちまった。そうだね。でこれが鈴森だったのか。でこれが登場回の直系でやったんだ。いや、嫌いなヤクザと同じことをやったことに嫌悪感もあるんだろうな。
てことはだから分かる代わりに一番男が入ったんだ、無所に。ああ、俺は沢城に起きたことをそのまま伝えている。沢城の頭がおやっさんに誰にも目撃されなかったのはラッキーだったよ。ハッピーニューイヤーだったもんね、みんなね。俺は若の代わりに出頭したってことですか？そうさ。親父は大切な一人息子を守るためにお前をお上に売ったんだよ。しかし親父もそのままをお前に告げるわけにいかなかったんだろう。だから沢城の身代わりって筋書きを作ってお前に頼み込んだんだ。まんまとあいつの口車に乗せられたお前は喜んで出頭したってわけさ。だね。おやっさんのお願い事だったからな。それでもまだお前はあのクソ親父を信じられるのか？絶望すんのもよくわかるぜ。でも頼んだぜ、1って言われたのもあったからな。だけでもひどい話だが、ひどいのはその後だよな。務めを終えて出てきたお前をあいつはバーンだろ。だから殺すためじゃないっていうのが今分かったからな。頼んだぞ、イチ。そうだよね、この言葉だよ。この言葉が。なんとか言えよ、イチ。それでも俺は荒川のおやっさんを信じてます。ふん。じゃあ俺からも一つ聞かせてくれ、イチ。お前なんで生きてんだ？なんで偉人町にいる？理由なんて。若も1って呼んでたんだな。でも俺はどん底の一番です。どっから今でも呼んでく這い上がれんだな、ってくるのが1って。俺ですから。そうか。まあいい。しかし何年経ってもお前の間抜け面は変わらないな。怒りを通り越して懐かしささえ覚えるよ。嬉しいぜ。そいつは光栄です。俺はてっきり今夜はめられるんじゃないかと思ってたんですけどね。一人で来たもんね、若ね。若は約束通り一人で来てくれた。俺も嬉しいです。殺されると思ったか？お前を殺すことなど議会の答弁に比べれば朝飯前だよ。だが生かしてやる。昔のよしみでな。その代わり条件がある。二度と俺と俺の親父に近づくな。いいな。でもよしみで生かしてくれるんだな。じゃあベランベラン喋った小笠原はこれからも若に連載されたけど条件を出させてもらいます。偉人町から撤退して久米の出馬も取り消してください。そういえば久米君出馬するって言ってたな。生意気なこと言うようですけど、久米は国会議員の器じゃないっすよ。絶対ないよ。民事党内でも同じ見解だ。現に後ろ盾がなければあんな世間知らずの若造は落選するに決まって。そこは分かってんだな、若もな。だったらなんで久米なんかを出馬させるんですか？俺の価値を知らしめさせるためさ。ああ、だから久米が想像してみろ。久米がトップ当選を果たしたらその時民事党のやつらはどう思う？青木亮の推薦は何の実力もない若者をトップ当選させるだけの力があるのだと。そういうことだよね。そして青木亮というネームバリューは荻窪にとって変わる価値があると思い知るはずだ。いや、いい宣伝材料になるわけだ。引き立て役ってわけですか？そういうことだな。選挙とはまさに駆け引きのゲームなんだよ。だったら偉人町再生シェルターもそのゲームの一部に過ぎないってことですか？まこさんもあのシェルターかあれはなかなか役に立つ優れものさ。
嘘だと思ってるけど。なんたって不法滞在者を一網あ、打尽にほら捕まえられるんだ。ほら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 捕まえる。ビザの取得をサポー強トした制送りするんじゃ還させてるってこと？まさか今さら彼女らにビザが下りるわけがないだろう。シェルターから入管まではバスで行き、その後はそのまま強制送還だ。やっぱり。そんな。それじゃ彼女たちを騙したのか。犯罪者を一掃して偉人帳を再生するシェルター。名前に偽りはないね。わあ、浜子さん。浜子さん。じゃあ若は俺の条件を飲めないんですね。飲めないね。なら今夜の交渉は決裂ってことですね。勘違いしてるようだが今夜は交渉ではない。さっきも言ったろう。お前を生かしておいてやるのは俺からの情けだ。情け。それを無下にするなら好きにするがいい。なんかうわったかしら。どういうことっすか。若は一人で来るって聞いてましたが。怖ー。若の最後の情けを無駄にしやがって愚か者が。ずっといたの？わー、罠だったやっぱり。ちょっと多すぎやしませんか。こっちは約束通り一人なんですよ。こっちだ一番。なんちゃん。おい、お前らなんでここに。いや、みんなナイスすぎる。あー、うだちさんさすが。逃げるわよ。でも表から回ってきちゃうもんね。ほら見ろ、やっぱり罠だったじゃねえか。本当にね。いや、でもちょっと頭が来たなぁ。はいるよね。いらっしゃいますよね。中の連中内野ゴロを取りこぼしたようやな。わしら控えの出番や。とこ見せて沢城の頭にアピールすんで。沢城の頭にアピールになるんだ。すっげえ。おう。八代目近江連合組員。あ、まだあれ覚えてないな。じゃあ氷投げとこうかな。じゃあ氷をよしよし。じゃあ傷だらけの方向を一曲ください。で、あ、いけるかな。巻き込めるかな。紀元山をよし巻き込んだ。はいよいしょ外でずっと待ってるからそんな風邪ひいちゃうんだよ。よいしょゆうち。俺の番。よし、じゃあペッパーミルブロー。あ、こいつちょっと強いな。こいつ他のやつはなんかもう風でなんとかなりそうな。あ、寝ちゃったー。あ、ほらあ、こいつはまだ
ちゃんは回復した方がいいな。あ、いつの間にか超起きてた。じゃあペッパーミルボールだな。はい、よいしょ、腰を振りかけます。で、なんちゃんは回復。痛い目に遭わせますよ。なんや。よいしょ。俺の番。あ、よいしょ、うち。逃げるなら今のうちだ。こっちも倒しておいて。なんかやっぱ秋山に来てるから足技を使わせたくなるね。強くなった気がするぜ。さらに強くなれましたね。そっちか。また強くなっちまったか。また強くなっちゃったね。またいい女になっちゃった。テンション上がりますねじゃなかったな。お、開けてきた。あ、頭いる。白の頭。挟まれた。あ、なんか知らぬ派手なやついたな。ずいぶん大げさなんじゃないですか、頭。まあな。だがお前は撃たれても生きてた男だろ。念には念を入れたまでだ。こいつが大光に撃たれても死なへんかったってやつですか。どんだけごっついやつかと思ったけど、案外普通でんな。なんやねん。なんかすごいの持ってる。ジエさんが持ってたと同じの持ってる。頭と手足を切り落とすっちゅうのはどうでしょう。それならさすがに生きてられへんでしょ。やり方は任せる。マグロならぬ人間解体ショーをお見せしますで。ジエさんも持ってたそれ。終わったらあいつの首箱詰めして明日の朝には届けますわ。ミネがやった神田の制裁と一緒や。頭は帰るんですか。お前らの汚い血でスーツを汚したくないからな。汚れ仕事は全部部下任せですか。あんた荒川のおやっさんの下で一体何を学んできたんですか。おやっさんおやっさんうるせえな。その言い草には昔から虫唾が走ってたんだ。まあまあ言わせたってありましょう。どうせあいつが物言えるのもあと数分の話やし。お前覚えとけよ。おしゃべりは十分だ。さっさとやれ。ほな解体ショーの始まり始まりや。これは何？ジエさんで対抗しようか？根性叩き直してやるよ。さてでもちょっと常雄をちょっとちらつくのはめちゃくちゃわかる。なんかやっぱ常ちゃま感あるよね。わかるわ。あ、はい、ザコからか。じゃあ A さんは後だな。解体がつって言ってたやつに使ってやりたいな。よいしょ。あんま巻き込めなかったな。よいしょ。勝てると思ってる。で、方角占いで洗脳状態に。オッケー。逃げるなら今のうちだ。私の番ですね。で、
巻き込めるか。あ、いけるね、ここなら。よし。よいしょ。で、ここで、はい、飛燕山。で、1番はこいつにペッパーミルドローして片付けておきましょう。で、こいつちょっと強いからこいつを倒しておきましょうか。最大の違いは体の大きさまで、確かにそうかもしれないね。つねちゃまは、でもつねちゃまは極道に憧れてたじゃない。だけどバカは極道憧れてはいないから、つねちゃんはだって極道になりたかったんだもんね。だけど親父がそれを許してくれなかったんだもんね。その違いはあるよね。よいしょ。こいつはちょっとほっといても、こいつは放っておこう。洗脳してる間は放っておこう。こいつ普通に強いな。意外に切り攻撃の方が良かったりするのかな。こっち、これやってみようか。あ、やっぱこっちの方が効く。こっちの方が効くけど、なんちゃんはちょっと回復しておいて。アポボンで自分は地味確かに地味ローもそうだね。地味ローは地味ローもまあちょっとつねちゃまよりではあるかなとは思うけど、つねちゃまよりではあるけど、こいつだけ倒しちゃいたいな。ガードするな。超棒だ友達で、物理的にリリース。じゃああとも普通に俺の番。違う、こっち一緒。よし、来た。だから地味のは自分がマフィア立ち位置的には蝶と同じな立ち位置じゃない。だけどだから親父がさ、なんかちょっと逃げ腰みたいなところでさ、なんか嫌だと思ってたみたいなところはちょっとあったんだよね。親父に認めてもらいたくてなんかやってた。だからアホなボンボンっていう意味では一緒だけど、ジン
ちゃんもだからちょっとやっぱ親父に認めてもらいたいみたいなところでは船ちゃんも寄りだったよな。ビビロの場合実力もないのにっていう感じだったから余計に。さあなんかそんなに買いたい言うからさ、ジエさん呼ぶわ。同じ包丁持ってるジエさん。ビビってんじゃん。あら綺麗なサシが入ってま同じだろう。よし。あでも全然減ってない。ビビってるやつはちょっと巻き込みで倒しておこうかな。じゃあウィンドミルしとこうかな。こっちは打撃に弱いんだな。じゃあ鉄板ミルブロじゃない？あれ車の影がほらめっちゃ効く。じゃあもうみんなでペッパーミルブロしよう。ただ MP がないですね。MP がないですね。ちょっとハン様ちょっとカップ酒今日もちょっとあれだな。カップ酒ついでに白川さんも呼んどく？いやでも面白いからナンシーちゃんも呼びたいな。面白いから一回ナンシーちゃん呼ぼう。なんか買いたいうるさいからさ、いろいろビビらしてやろうぜ。ナンシーちゃん来たー。冗談やろ。あんなザリガニにビビるなんていい顔するじゃん。レザーフェイスやだ、レザーフェイス出てきたら。レザーフェイスやだな。でしょう。危なーい。俺の番邪魔だよ。俺の番だな。よいしょ。で MP 回復しよう。松葉くんが解体して見えないペッパーで味付けで、その具材は豚汁に白川さんの登場の仕方毎回かっこいいんだよな。国立で降りてくんだもんな。沢城の頭の時にはちょっと無駄に権田原組長とかさ使いたくなっちゃうな。
で回復をナンちゃんに任して、ありがとうございます。あー、せっかく回復したのに。よかった、回復しておいて。はい、よいしょー。勝てると思ってる。地道に減らしていかないとね。危なーい。ハンサム回復。ちょっとナンちゃんも危ないっちゃ危ないんだけどね。いやでも攻撃しておきたいな。ちょっと地道に減らしとかないと。俺の番だな。とっておきだ。よいしょ。あとちょっと。あとちょっとだぜ。ボーリングで決めてやった。すっきりしましたね。日だまりの鍵ってなんだろう。テンション上がりますね。日だまりの城に入れるの。一つ上の男。いいじゃない。いいじゃない。それを感じます。なんとか。俺の首を箱詰めにして頭に届けるとか言ってたよな。言ってたね。頭も驚くだろう。箱の中におめえの首を見たらな。情けねえ。あんなに大口叩いてたのに。いやーでもめっちゃ気持ち悪いやつだったわね。近江にはこんなのがワンサがいんのか。ナンシーにビビってたけどな。日本一の極道組織だ。これよりもヤバい奴らだってゴロゴロいいんだろ。そんな連中がどんどん偉人町にやってくるの？勘弁してよ。一番浜子さん。浜子さん、どうしたんだい？今シェルターへ行ってきたんだよ。シェルターへ？あの子たちの忘れ物があったから届けようと思って。そしたらあー、知っちゃったか。シェルターの職員も全然取り合ってくれないしさ。一体どうなってんだか。落ち着け、浜子さん。一緒に探してくれよ、一番。浜子さん、あの子たちはもう日本にはいない。シェルターは彼女たちを強制送還させるためのネズミ捕りだったんだ。そんな、あの子たちは自分が生まれた国に頼れる人間なんていないんだ。だから偉人町に身を寄せていたんじゃないか。私はね、私はあの子たちの幸せだけが生きがいだったんだ。なのになんでこんな結果に。いや辛い。いや浜子さんはあの子たちのためにだと思って信じたんだもんね、シェルター。もっと早く気づいていりゃ。浜子さんはただあの子たちを思って行動しただけだ。悪いのは浜子さんじゃない。そうよ、自分を責めないで。浜子さんは最後まで誠実だったわよ。そうだね。あの子たちのためだと思って行動したんだもんね。ごめんよ。畜生。ああ、若。盛大な裏切りだもんね。あ、どうだったさっちゃん。浜子さん、ひとまず休ませたわ。ありがとう、さっちゃん。どんどん偉人帳がぶっ壊れていくな。そうだね。ハン・ジュンギが言ってたの覚えてるか？俺たちも行く当てがあるなら出て行った方がいいって。本当に考える時かもしれねえぞ。
出ていくって言ってもね、桑手が逃げんのか。だってよ、もう取り返しがつかねえとこまで来ちまってんじゃねえのか。取り返しがつかねえか。ちなみにナンバーはどっか行くあてがあんのか。いや、すぐには思い浮かばないけどよ。足立さんは親もとっくに亡くなってるし、今さら行くあてって言われてもな。最後はとてもじゃないけど、妹とお父さんを置いて出ていけないわ。そうだじゃあね、さっちゃんは。決まりじゃねえか。決まり？何が？みんなここから出ていけるような状況じゃねえ。そりゃ俺たちもコミジルもリュウマもみんな同じだ。ハン様もだったら抗うしかねえだろ。蝶もそうだよね。取り返しがつかねえってんなら、なおさら取り返してやろうじゃねえか。でも賞賛があんのか？そんなもん必要ねえ。昔荒川のおやっさんに言われたよ。賞賛があって殴りに行くのはただの弱い者いじめだってな。でも賞賛もなしに殴りに行くってのはただの無鉄砲ってもんだろ。ちげえよ。賞賛なんて考えらんねえ強いもんに立ち向かう。それが本当の喧嘩だ。俺らの敵は民事党に近江連合。日本の喧嘩しに行くんだな、そこに。上等じゃねえか。思いっきり喧嘩してやろうぜ。日本の表と裏の頂点に喧嘩か。いや、すごいとこに喧嘩しに行くな。さすがに足立さんもビビっちまってんの？バカ言え。相手に不足はねえ。やってやろうじゃねえか。ただその表の頂点ってのに警視庁も加えてくれねえか。そうだね、堀之内。そうだった。もちろん分かってるすごいな、日本のトップとよっしゃ裏のトップと警察のトップに喧嘩売ってんだもんな。呆れるくらいどうしようもない人たちよね。まったくだ。今までの中でも最大じゃない？なんでしょ。うん。そんな自分にも呆れちまうよ。ナンバー、さっちゃん。分かってて戻ってきてんだもんね、なんちゃんは。もう結論出てるから。さすがは俺たちの仲間だ。エリさんに聞かなくて大丈夫？でもナンバーはどうなんだ。お前は弟さんの無事が確保されたことだし、結婚の話だって。確かにね、本当にコミジュルのことを結婚するって。俺がそんなに薄情に見えるか？こうなりゃ地獄の果てまで一緒に戦って弟の結婚式のスピーチのネタにしてやるぜ。どこまで話せるかな。どいつもこいつも今に見てろよ。エリさんだけ一度確認した方がよくない？エリさん。エリさん。あ、章が変わりました。エリさん。エリさんさ。でも、いろいろ聞けたな、バカ。教えてくれたな。でもそっか、沢城の頭じゃなくて、若の代わりに18年、15年プラス3年、服役してたんだな。第12章、極道の主演。長がご飯作ってる。おい、お待たせ。まだあんのか。こんなに食えねえぞ。すごい4人でご飯食べてる。食うのは若い俺らに任せてくれりゃ。そんなに若かねえだろ。私らはまだ全然いける。心配いらないよ。いただきます。ソンヒはこんな感じなんだ。何も話せてねえじゃねえか。確かにうめえけどよ。うまいんだ。じゃあ俺が議事進行しよっか。これが久米君、出たブリーチジャパンの横浜支部長。次の総選挙でこの地区から立候補するって御仁だよ。出た。青木亮がこの偉人帳を自分の色に染める手始めが彼ってわけだね。久米。ここだけじゃねえ。
全国でブリーチジャパンの支部長たちが出馬するんだろう。そうみたいだね。はあ、となりゃもはや日本中がなるようにしかいやもうならね全部がえ。今青木知事の人気に対抗できる勢力はどこにも若の思い通りってことだもんな。ちなみに星野会長は久米は当選確実って読み？まあな、久米は絶大な青木人気の後ろ盾だけじゃなくサポートも全力でやってもらえるだろうからな。やはり手がてえとこだろうな。ああ、しかも青木亮にとってここ偉人町は特別な意味を持つからな。かつて荻窪豊の王国だったこの町をとってこそその後継者を守れるということは誰より理解しているはずだ。そうだな。たとえ日本中の他の地域で民自党が勝ったとしてもこの偉人帳を取らねえと意味はねえ。どんな手を使ってでも勝ちに来るだろうな。そうだね。ああ、やっぱり納得いかねえな。ですよね。エビチリでかいな。何がだ。うまそう。だってそうでしょ。このままじゃやられっぱなしですよ。しかしほっといたら結局勝つのは若です。でもブリーチジャパンなんて近江連合を手足で使ってる限りなくブラックな連中ですよ。そうね。そんなのが偉そうにグレーゾーンの排除だとかヒーロー気取りで抜かしやがって、おまけにこのまま日本を牛耳るだなんて、そんなの納得いくわけねえでしょ。だが相手は政治家だぞ。さすがにその領域に手出しは。情けねえこと言うなよ。あんたたちは自分らなりのやり方でずっとこの町の弱いもん守ってきたんじゃねえのか。そりゃ偽札作って偉人帳の均衡を保ってきたことはお世辞にも褒められることじゃねえよ。そうだね。でもあんたらみんなこの町の世話になってこの町に恩があるって気持ちに嘘はねえんだろ。それに偽札の話だって最初に持ちかけてきたのは荻窪だ。でもここにいる誰一人として金儲けがしたくてその話に乗ったんじゃねえ。そうだね。元はといえこの町で起こる抗争を止めるためだ。それを利用してたのは馬淵くんだからね。このまま黙ってちゃ偉人さんの名が廃るってもんですよ。言うね一番。おいちょっと言い過ぎじゃねえか。調子に乗ると私も黙ってられないね。ちょっと待った。僕は春日君に同感だね。お、超同調してくれた。俺らは確かにグレーゾーンの住人だよ。表だって自慢できる生き方もしてこなかった。でも自分の部下や家族を食わせるっていうプライドだけはあったよ。それについちゃ損費も同じじゃない、今ここで引くってことは自分らの過去を丸ごと否定することだよ。俺は半品リューマン全員の命をあんたに預けたんだぜ。このままじゃカッコつかねえだろ。ここは新しいリーダーの最初の仕事だと思って力貸してくれ。分かった。星野会長。いやちょっとひょうひょうとしてる蝶がこうお願いします。かっこいいこと言う時のいいなギャップが。ああ分かったよ。ったくただご馳走するって言われてきたんだよな。欲しい。すっかり乗せられちまった。欲しい。ただほど高いものはないからね。よし、じゃあ行ってやりましょう。いやね、こっちのひょうひょうとしてる感じだけど、でも手始めにどう真剣になる時の超かっこいいな。そうだね。目標を定めないと。そこはやっぱ決まってるでしょ。あ？何？若のメンツを潰すことさ。久米君をどうにかする。つまりこの町の選挙で久米が落選すりゃいい。まあそうだよね。
でもそう簡単にいくか目な。を落選させる？どうやって？いやまだそこまでは分かんねえですけど、でももしやれたらざまみろって感じですよね。簡単に言うんじゃねえ。じゃあ襲って立候補できない体にでもするか。ならうちの暗殺部隊が殺す気かよ。さらっとすごいこと言ったな。最悪の場合はトンヒ。そういうのはダメ。それにそんなことしてもすぐ次の立候補者を立てるだけだよ。そうだね。向こうは勝つまでやめる気はないでしょ。勝つまでやめないか。お、それでえ？つまりこっちが普通に選挙で勝ちゃいいんだ。誰かが出馬するってこよりと？票を取れる候補者立てて思いっきり任す。いでなきる？ゃ若の花は明かせねまあ筋は通っちゃいるが、偉人帳で票を取れる人間って言われても、ま、相手は久米っていうより青木亮の人気が票の源泉だけどね。星野会長、誰かお心当たりはありませんか？あいにく思い当たる人間はいねえな。今まで荻窪という存在が大きすぎたせいで、この町やまともな対抗馬が育たなかった。尾道夫かな。選挙だけいつも形ばか尾道り夫の対立候補がいただけだった。尾道夫にしようよ。いっそ星野会長が出馬ってな。ダメだろ。なんだと？だって地元じゃ顔も広いしヤクザだぞ。バカか。いくら慎重でも極道が当選するわけねえ。当選したら下で世もする。本当だよ。確かに。弘中に連絡して尾道を貸してもらおうよ。誰ら探してみる。青木亮に勝てる候補者をな。お願いできますか？構わねえが、俺にだけ骨折らせるつもりじゃねえだろうな。はい。選挙ってのは金がかかるんだ。候補者見つけたとこでその金まで俺に出せってのか？先に言っとくけど、今うちに金の余裕はないよ。まあでしょうね。いかほどかかりますんで。全部出せとは言わねえ。だが立300候万補するには供託金300万ってのが。ああ、もうこれは一番ホールディングスをやれということですね。300万俺に用意しろと。一番ホールディングスに喧嘩を売ろうって人間が一番ホールディングスに供託金を出すということですね。会長の言う通りだね。どうする？春日君。一番ホールディングスだ。一番ホールディングスですね。あれ、背中蒼天堀って書いてある。そっか、近江連合、蒼天堀だもんね。若に喧嘩を売るには最低300万。選挙の票託金っていうのを作らねえと。とにかくは、じゃりんじゃりん稼ぐぜ言った一番言ったじゃりんじゃりん稼ぐぜ稼ぎ終えたら連絡待ちだな。星野会長が候補者を見つけてくるまで酒でも飲みながら後で待つか。じゃりんじゃりん稼ぐぜわー一番のセリフ。あと100万足りないね。いや、ちょっと、賞賛なんて考えられない強いものに立ち向かう本当の喧嘩っていうのは、いや、本当にいい、かっこいい言葉だったね。いやー、あくまでも喧嘩しに行くんだよ。ね。喧嘩です。じゃあ一番ホールディングス行こうかな。神宮とか殴ってきたし、政治が踊るに足らず。確かにな。まあ、神宮殴ったのは、ね。神宮殴ったのは、桐生さんですけど。どうしようかな。みんな来るで。また謎の盆栽くんが。出ると思ってるよ。私が相手です。逃げるなら今のうち。これはふざけないでください。金の目。
いしょー。交渉です。どうしようかな。ダークラッシュで。はい、よいしょー。あ、1回のあれが強いね、攻撃力がね。はい、よいしょー。追い打ち。そうだね、一番ホーリングスもう最後までやっちゃってもいいかもしれないね。チャウさん立候補でチャウさん、私の番です。ほら来いよ。チャウさんいいな。桐生さんが見てたらびっくりするっちゃうな。はい打ち。俺の番。じゃあアーバンマッスルにでも確かにちゃんとさ、ちゃんとさストーリーで入れてくのうまいよね。めちゃくちゃうまいと思う。はい、よいしょー。これで倒せるかな。よいしょー。めちゃくちゃうまいよね。まあちょっとじゃあ一番ホールディングスに行きましょうかね。だからここでエリタンがここで初めて加入する人もいるんだろうね、きっとね。全然手つけてなくてね。お、ブリーチジャパンいるじゃん。私の番です。ブリーチジャパンいるじゃんブリーチジャパンいるじゃん。おい、クメを出せ。俺の番。よいしょー。じゃあこれはペッパーミルブローで片付けておきます。ちょっと歩きながら行きましょうかね。まあでもちょっと一番ホールディングスもやりつつ、春日君、資格学校に通ってるんだって。お、超じゃん。ああ、まさかこの年になって資格取るとは思わなかったがな。受かると結構嬉しいもんだぜ。何か俺にも取れそうなものあるかな。ある？資格って何も持ってないんだよね。調理師とかどうだい？料理うまいし。確かに。なんかもっとこうしっくりくるようなのがいいな。暗殺検定とかない？それなら私も取りたいですね。小手調べに準2級くらい。そんな物騒な検定ねえよ。あれならあるけどな。極道検定だったらあったけど。いやまあでもちょっと一番ホールディングス準備とか、あとちょっと寿司寿司拾っちゃったな。武器とかってさ、なんかさ、そういえば偉人帳のちょっとお金貯めなきゃいけないではあるんだけど、いらっしゃいませ。でももう武器はもう持ってるのが。ありがとうございました。
そっか。敵が強くなっても、ここのアイテム売ってるのは、変わったりは、あ、こっちじゃない。変わったりはしないんだね。だって、まあでもちょっと今日は、ここの辺りにして、ちょっと一番ホールディングスも、ちょっと地道になるので、ちょっとだけ裏でやってで、イベントのところまでは進めちゃおうかなと思います。宝章がね、出てくるところは。まではちょっと裏で準備して、で、一番ホールディングスの続きから次回やっていこうかなと思います。で、ちょっと次回なんですが、ちょっと明日はね、ちょっと帰りが遅いので、明日の配信はお休みです。カマキリ。で、まあ、火曜日にやれたらいいなという感じで、いた！こんなところにいたの。ここにいたかい。こんなとこにいたのか。そっかそっか。あとこの辺のさ、あ、こっちじゃない。この辺の、あ、こっち、あ、これ新しい野崎のコンビーフ。このね、討伐系とかもね、ちょっと、ジョブレベルを上げて、ちょっと裏で回しておこうかなと思います。ワンチャン金が出ないかなと走り回っておりますが、金は出なそうですかね。金のカマキリがいたら、あ、銀のクワガタはいた。あれが一人一番ホールディングスにあ、虫の調達依頼も達成したな、一個。あ、すごい、銀のサソリ。銀サソリを。出てくるサブストーリーとかそういうのは、今回はちゃんと表でやろうかなと思うんですが、ちょっとそれまでの工程はね、裏で準備しようと思います。猫ちゃん探したりとかさ。あ、銀のカマキリ。銀出るようになったな。銀、クワガタ。金、なんか銀のカマキリが出るようになったから、金ぐらい出そうな気がしてきたけど。カブトムシ。消えちゃった。おっさん4人が。せっかくここ来たからちょっとじゃあ回復して終わりにしよっかな。よいしょ。晴れ男。今日もいい天気ね。そういや最近雨降ってねえな。そりゃそうよ。俺は晴れ男だからな。一番晴れ男。一番が晴れ男ってすげえしっくりくるな。いやマジで。そんな褒めんなよ。いや、全く褒めてねえけど。褒めてない。何にせよ天気がいいってのは気分がいいものですね。男は気楽でいいわね。こっちはスキンケアが大変よ。ほんとよ。そうそう。あ、こっちの都合も考えてほしいです。エリさんも入ってきた。に言われてもな。調子は最高ですね。やばい、一番が悪いみたいになった最後。おもろ。じゃあちょっと回復だけしちゃおうかな。もうないかな、ここの会話は。いただき。あ、ここはないですね。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ありがとうございました。よし、じゃあ回復もしたので、今日はここまでにしたいと思います。はい、というわけで、次回、また続きはできます。明日は、なので配信はお休みになります。
明日とか今日、もう日付的には本日ですが、19時火曜日はお休みです。で、20日の水曜日にはできるかなと思いますので、続きは20日の水曜日の、また22時半ぐらいで、目指せでやっていきたいと思います。はい。というわけで、今日も長い時間お付き合いいただきまして、コメントもたくさんいただきまして、ありがとうございました。はい。よいしょ。というわけで、で、一つ告知といたしましてはですね、9月の28日、まだ来週になるんですけども、久しぶりに、ちょっとコラボ配信、オーバークックをやりたいということで、枠立てております。久しぶりのコラボ配信を。ちょっとね、10月とかもちょこちょこコラボ配信をしようっていう、今ね、お話が進んでたりとかもするので、そちらもぜひ、楽しみにしていただきたいのと、あとね、コミュニティのところにもちょっと書いたりしたんですけど、一つ、ちょっと今ね、この、リュウナナを用の、サムネイル用のね、イラストを実は書き下ろしてもらっていて、本当はもっと早く、あれだけど、私が思った以上に、6をすげえスピードでクリアしてしまったもんで、予定よりも早く7を始めてしまったっていうのがあるんですけど、ちょっとね、リュウナナ用のサムネイルをね、実は一つ書き下ろしてもらっていまして、で、それはね、ちょっと今回せっかくなんで、ちょっとグッズにしようかと思って、今書いてもらってます。で、出来上がり次第サムネイルとかもちょっと用意して、で、今までのちょっと配信してるサムネイルとかも、ちょっと時間見つけて変えたりとかして、で、その、イラストを使ったグッズを売ろうと思っております。めちゃくちゃいい感じに作ってもらってますので、ちょっとまた発表できるのを楽しみにしていただきたいと思います。というわけで今日はここまででございます。またちょっとX だったりとか、コミュニティとかで情報とか書いていきますので、そちらもぜひチェックよろしくお願いします。サナターシャもおつらぎ来てくれてありがとう。アレハンドロさんもお疲れ様でした。来てくれてありがとう。千葉なあめさんもおつらぎ来てくれてありがとう。小林さんお疲れまたに来てくれてありがとう。ヘルさん、メンバーシップ。そう、メンバーシップも今ね、10月スタートに向けて準備しているので、そちらの方もぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。はい。というわけで今日はここまでです。また次回よろしくお願いします。またねー。